パラパラと。こちらの結心という日本。あ、すごいね。乾杯。脱水機でしょう。これは熱か。すごい。すごいわ。はい、こんばんは。今ですね、東名高速乗っております。今回ですね、ようやく休みが取れて、2023年初めてのですね、サラリーマン全国制覇の旅に向かっております。いや、なかなかね、ちょっと休みが取れなくて、本当にようやく取れました。で、今日はですね、2月の22日の水曜日なんですけども、明日がですね、23が祝日で、24がね、金曜日休みが取れました。土日と休みになっているので、4日間ですねあるので、ちょっとね全国制覇の旅に出かけております。で、今回はですね全国制覇旅の15軒目ということで、岐阜県に向かっております。もうね、岐阜県はね、実はカービィの時に2回行ってて、北陸の旅でも行ってて、1回普通に岐阜旅にも行ってるんですけど、今回ですね全国制覇旅、ボンちゃんになってからはね初めての岐阜県に向かっております。でね、これね、なんで岐阜かっていうと、実はですねボンちゃんね、スタッドレスタイヤ履きました。ブリザック。そう、6本新品履きました。で、チェーンも買いました。で、雪解けスプレーみたいなのも買って、あとなんかブラシみたいなやつを買って、一応必要だろう雪装備はしてきました。で、ただですね、この車実は肉なんで、いくらね、後ろがダブルタイヤといえども、一応肉なので、あんまりね最初からちょっとね慣れてない僕らが豪雪地帯行くのもちょっとあれかなと思って、ちょうどね今ねあんまり雪がね降ってない時期っていうのかな、たまたま割と暖かい日が続いてて、そこまで雪も降ってないだろうということで、岐阜の方に向かっております。ちょうどね白川郷とかもね夜のね雪とライトアップみたいなのがあったんですけど、先週ねもう終わっちゃってるみたいなんで、やっぱりちょっとねマックスのシーズンではないのかなというところで、一瞬ね東北行こうか悩んだんですけど、やっぱりねちょっと雪のど素人なんで、いきなり東北は危険だなと思って、危なっかしいので、まずはね少しずつね、雪に慣れようかなと思っております。明日ね白川郷に行きたいなと思ってるんで、高山とかねあっちの方抜けておこうと思ってるんですけど、おそらくあの辺もですね寒い地域なので、凍ってたりだとか、もしかしたら積雪してる可能性も十分ありますので、その辺はですねいくらねスタッドレス履いてるからといっても慢心で過信せずに安全運転でね向かっていきたいと思います。はい、ということでね、まだまだね、今ね東名で綾瀬を過ぎたぐらいで、次海老名なんで、まだね白川郷まで334キロもありますので、途中まで行って、でどっかで車中泊して、で明日ね朝もう一回出発して白川郷まで向かおうかなと思っております。もしかしたら、ね、ちょっと白川郷じゃなくて飛騨高山とか、若干ちょっとスケジュール入れ替えるかもしれないです。休みがねギリギリまで取れるか分かんなかったのと、動画のね制作の状況もありまして、本当に行けるかどうか怪しかったので、実はあんまりね調べてないんですよ今回。一応 2,3 箇所ぐらいはピックアップしたんですけど、時間がなくてあんま調べてなくて、旅をしながら旅先での現在地を見ながらどこ行こうかなみたいなのを考えて、今回のね旅はそんな感じで、進めていこうと思ってますので、僕らもねちょっとどんな風になるのかまだ予想できてないです。ただねキャンピングカーなんで、極端な話車さえ止めれれば、なんとかなるんで、そんな感じでねキャンピングカーの旅をね楽しみたいと思います。はい、ということでね、まずはですね山梨の方まで、向かっていきたいと思います。はい、今ですね山梨県の方に入ってきました。で、この次が談合坂かな。で、その後大月ジャンクションなんで、一旦ねまずは山梨県で、この後長野に入って、でそれから岐阜になるのかな。見ての通りなんですけど、一応山梨談合坂付近はですね雪とかは特にありません。横を見てもないから、降ってもないのかな。そうでもね、この先ね山梨抜けたら長野なんで、長野だとねちょっとね雪がいっぱいあるイメージなんで、特に松本ら辺まで行くのかなこれは。でもどうなんだろう、長野も白馬とかはねスキー場があるから雪すごいんだろうけど、松本ら辺はどうなんだろう、ちょっとねあんまり分かんない。はい、なんでまずはね山梨県まで入りました。この後はね長野県の方に向かっていきたいと思います。団子
久しく行ってない。談合坂って結構有有名。今ねちょうど夜景がすごい綺麗なゾーンでした。ただねちょっと映像でしっかり抑えれたかとかは別です。確かでも山梨ってなんか夜景が有名なとこあったよね。フルーツ公園だっけ。名。それってゆるキャンの？あ、そう、ゆるキャンがそうかな。でもどうなんだろうね、場所が分かんないんだよね、そこなのかどうか。あ、でも前もすごい綺麗だね。あーでもなんか綺麗だね。うん、なんかすごいね。あんまりこっち来ないから。来ない。はい、今ですね長野県に入りました。諏訪南かな今。ここから松本まで目指して、で松本から多分下道、あ結構下道か確か、記憶が定かじゃないけど確か下道をずっと走っていくっぽい。マイナス4度、今マイナス4度って書いてあったよ。分かんないけど寒そう。とりあえずでも雪とかは降ってないです。ただ確かにだんだんなんかさっきから窓が曇り始めた。とりあえずですねもう少し走って、サービスエリアかねパーキング入ってご飯食べるか、それか松本降りてちょっと走ったところで道の駅かなんか探してそこでご飯食べるかっていうのね考えながら行こうかなと思います。マイナス3度だよ。心なしかちょっとヒヤッとしてきたよね。この辺に入ってくるうん。諏訪のサービスエリア。全国制覇旅で長野行ったけどさ、最初に諏訪とかそっちの方行ってないもんね。過ぎちゃったかなその時は。長野の時は確かあれでしょ、バッテリー不足になってるでしょ。あ、ボンちゃんじゃないのか、カビちゃんか。そう、カービィの時だった。でしかも夏に行ったから。それこそ白馬に行ったのか。そうなるべく高所を目指していって涼しいところを狙っていって、それでもやっぱ夜暑いから確かマックスファンとか全開にしてて、車も全然充電されなくて、もうあの時シーティックとかじゃないし、そうなんだよね。で省エネのためにランタン生活とかしてたの。まだポタ電もないしね。小田電もなくて、あれから1年半万全を期してる。今じゃあもうなんか満たされたね、いろいろ。今思えばね、あれがあったからこそっていうのもあるね。ありがたみがある、この車。ははい、今ですね松本に到着して、ここで一旦ね高速を降ります。でこの後は下道になるんですけど、車中泊できそうな場所が今見つかってなくて、でご飯もねまだ食べてなくてどうしようかな。パパはお腹空いてないんだけど、なんかでもあんまり遅くなってもあれだしな、悩ましいタイミング。ちょっとサービスエリア1個どっかやっときゃよかったなっていう。一旦ちょっと出て一回コンビニかなんか入って考えようかな。まず一旦高速降りて下道までね無事になんとか来れました。でここまでね雪はほとんどなかったかな。脇にねちょっと固まった雪があるぐらいで路面上にはなかったです。ただここからね下道になるとね、もしかしたら結構雪とか出てくるかもしれないんで、ちょっとね気をつけながら走行していきたいと思います。で今ですねいろいろ考えた結果、道の駅白川郷までちょっと一気に目指そうとことで目指してるんですけど、見ての通りねかなり真っ暗な道になってきて、雪はさほどないんですけど、ところどころね凍結、ちょっと道路がキラッと光る感じがあるので、もちろんね外気温もかなり低いんですけど、そこだけちょっと気をつけた方がいいかな。で意外とまだガチガチに凍結してるとかではないので、走る分には何も支障はありません。ただねちょっと動画回してないところでさっき少しね結構ガリガリっていうところあったんで、ちょっと気をつけないと。多分こんな感じの道が続いていくのかな。まだ上高地らへんだと思うんですよね。まだねなんつっても100キロぐらいあるんで白川郷まで。高山とかでも車中泊できる場所がちょっと全然ないみたいで、サービスエリアで泊まっときゃよかったなと思って。けどしょうがない。さすがにねキャンピングカーでもね止まれないと何もできないんで、車を止められるところをちょっと探さなきゃいけないんで。この辺でもねいきなり市街地だね。道の駅のマークが見えてきた。風月の里。はい、ということでねまずねちょっとこの道を気をつけながら進んでいきたいと思います。今ですね上高地側の方に回ってきております。この先行くと上高地なのかな。ちょっとね取り忘れちゃったんですけど、トンネルの中にね分岐があって、分岐してでそれから一回ダムみたいなところ抜けて、そんなこんなで長いことトンネルを走っております。ところどころねやっぱり雪とかね凍結がちらほら出てきております。でね意外と怖いのが対面から来るねトラックがめちゃくちゃ速いこと。速い上にオーバーランしてくる。
むちゃくちゃでかいトラックがめちゃくちゃ速いスピードで突っ込んでくるっていうのがこれちょっと伝わるか分かんないんですけど、割とね道路細いんですよ。ゆとりのあるトンネルじゃないんですけど、そこをねちょっとねいい感じのスピードで突っ込んでくるんで、我々ねあんまり慣れてないので、雪も慣れてないし凍結も慣れてないしで、この道もね慣れてないんでなかなか怖い。まあそんな感じで、あとね 99.7 キロあるんで、このね下道をねこの感じで行くっていうのはマジで果てしないと思う。信号本当だ。トンネルの中に信号があるってこと？いやトンネル出てすぐってことなんじゃないですか。でもこうやってなんかあれだね、何百メーター先に信号って書いてあれば分かりやすいけど、これ曲がる人もいるんだ。ここなんか前にも多分この辺僕一回通ってるんですけど、カービィ時代なんでちょっとあんま覚えてないんですけどね。あとね若干ねナビ固まってんだよね。オッケーオッケーオッケー。トンネル入るとねやっぱりね Wi-Fi がね止まっちゃうんで、真っ暗だな。そうすごいこれねハイビームにしないと全然見えない。ガスンガスンしてる。なんかすごい。道路がこんな感じだったっけ？トンネルこんなにあったっけ？全然記憶にない。なんか今一瞬滑ったね。はい、今ですね、これ何高速なんだろう。なんかいきなり高速道路になりました。上高地のね入り口のところ過ぎたところで高山方面で高速道路になっております。さっきまでのねトンネルとはちょっと違くて、かなりね舗装された綺麗な感じのトンネルです。これはこのままずっと高速なのかな。いやでもそんなことないな。4キロぐらいで終わりか。なんか一区間だけ高速っぽいです。いや一気にねこの高速降りてから見ての通りなんですけど、雪の壁がすごいでね、結構ところどころこの辺から雪が多くなってきたかな。で外気温がねマイナス7度ということなのでかなり寒いです。マイナス7度なんでねもう極寒ですね。急になんか景色変わってきたね。確かにこれ凍結怖いな。端がなんかね結構ね黒く光ってるから多分凍結してる。っていうかこれ雪やば。こんな綺麗に固まるんだね。いや本当にね雪があるところに行かないんですよ普段から。こういう景色って見たことない。自分の車で来るのは本当初めてです。こんな感じなんだ。なんでこんな綺麗に立つんだろう。雪がなんでこんな綺麗に盛れるんだろうと思って。いや固めてんじゃん。いやだからどうやってこれ固めてんだろうね。まだあと78キロ頑張って運転していきたいと思います。今ですねちょっとどっかわかんないけどスキー場を越えたところです。ちょっと今動画でまだ出てないんですけど、凍ってるところが多くてかなりゆっくり進んでおります。ついでにここねずっと下りなんですよね。で今何台か車もいたんですけど、やっぱりそのうちの1台がねかなり徐行して走っててすごいです。ここすごい、ほらマイナス7度って書いてある。はい、今ね初めてねこの辺まで来てずっと今ねセカンドで走っております。凍結のなんていうの熱いやつ、ジャリジャリあれがねちょっと思ったよりも滑るし、本当ね遅くってめっちゃ低速で走ってるんですけど、それでもね引っ掛けるとすげえ滑る。動画回し始めたら意外となんてことない道になってきた。なんかそうこんな感じ。本当ねこんな感じの道が結構あって、この左側のね、これはまだでもなんかやだね。ここからまたガリガリゾーンになりそう。なんかねスタッドレスでもうちの肉なんでかなりビビってます。はい、今ですね中部循環道というところにね向かっております。でねここがね無料区間みたいですね。先ほどね高山市の方をね近くを抜けてもう間もなくですね白川郷の方に着くのかなと。もう間もなくですよ。まだ40キロなんですけど、あとねもう少し頑張れば到着かなと。今日実はですねまだね1回も休憩してないんですよね。家のすぐ真下のコンビニからここまでノンストップで来ております。なんかね元気なんですよねまだ。本当は途中のサービスエリアとか道の駅とかで今日は車中泊して、で明日はもう半分走ろうかなみたいなそんな感じでいたんですけど、思いのほかねいい場所車中泊場所もなかったっていうのもあって、なんかね意外と僕が元気でそんな疲れたもう運転できないみたいなそんな感じになってなくて、まだ全然余裕っていうか、もうすごいきついなと思ったらそこら辺もう近くでもうどこでもいいから道の駅とかもうどこでもいいから止めて仮眠しようと思ったんですけど、思ったほどですね。でね1個ね良かったのがね、途中ねちょっとうーちゃんにはねもうね先にねはま寿司のポテトとね卵を食べさせといたんですよね。その点ね本人はね全然爆睡してるからいいんですけど、先にそのねご飯だけ食べさせといたからまだ気が楽かな。大人は我慢できるんでねいくらでも。だからなんなら僕まだあんまりお腹空いてない。これ多分ね着いたらね一気に疲れるんですよねぐったり。
そんな気がするんで、まあそこまではね頑張ろうかなと。まあ言うてもあと38キロなんでこれいけちゃうな。はい、今ですね、これ何高速なんだろう。ちょっとね高速道路の名前がわからないんですけども、白川郷インターチェンジに向かう最後のね、高速道路に今乗っかっております。でこの長いねトンネルをまた抜けるのかな。であと残り22キロで、白川郷インターチェンジで、もうそこ降りてすぐのところにですね、道の駅白川郷というところがあるみたいなので、今日はねもうそこで仮眠して、で翌朝起きたらね白川郷の駐車場に移動しようかなと思っております。実際これ雪どうなんだろうな。白川郷自体も実はもうそんな雪ないのかな。まあ、白川郷まであと20キロっていう地点まで来たんですけど、この走ってる感じとしてはそんなに雪がなさそうな感じがする。インターチェンジ降りたら意外とそうでもなかったりするのかな。はい、今ですね、白川郷インターチェンジに待ってこうか。そうで今ね白川郷インターチェンジの方に着きました。でもうねこのインターを降りて ETC のゲートを出たらもうすぐにね道の駅があるらしいです。お疲れ様でした。お疲れ様。あー本当だ、こんな感じだったわ。思い出した。白川郷こんな感じだった。なんか一気に寒いんだけど。すごいね雪が。やっぱりこっちは白川郷は雪がすごいです。何度なんだろう。でも意外とマイナス4度ぐらいだね。このまんま道沿いに降りていくだけです。長い道のりだった。はい、もうねあとね 1.4 キロです。ついに1キロです。約6時間。そうね、8時に出発して約6時間。まあまだ2時前だけど約6時間ぐらい運転してたどり着きました。まあでも今日中にね白川郷のねこのすぐ近くまで来ちゃえば、明日はもうね起きて白川郷の駐車場に行くだけなんで。マイナス4度からマイナス2度に変わるね、なんかちょこちょこ変わるよね。ちょっと凍結してるね。ブレかけてこれを左と。お、キャンピングカーが止まってる。ここだ。およそ100メ目的地付近です。よし。降水確率 20% です。はい、ということでね白川郷に到着です。着きました。白川郷です。はい、無事に到着しました。で、むーちゃんは転んです。で、パパとママも今着替えて一段落。はい、そしてね、この後ろのカーテン、実はこれ作りました。ママが。カーテンは僕が買いました。選んだのママ。お金は払いました。このね、形状一応形合わせてもらって、なんていうの？意外といけてるでしょ。くねってなってるところ。これママの適当なさじ加減で。そう、一応型を起こしてね。意外とね実はボンちゃんとかねここカーテンないんですよ。でいろんなね方のキャンピングカーオーナーズとかでなんか取材してたら結構みんなここカーテンあって、なんかボンも欲しいなと思って、最初ねレールのねカーテンでもいいかなと思ったんだけどね、意外と別にペッて貼っちゃうタイプでいいんじゃねみたいな。その方がこうねこうきっちり入るし。でこれ折りたためるんでしょ。一応2段階になるようになってます。ね、真ん中なくて着替えがしたい時とかにはいいよね。うん、一応2ルーム的なねプライベートルームかみたいなね感じで使えるように、こんな感じにですね、使わない時っていうか上だけ、いいじゃん。上段だけもねできます。ちょっと下電気つけてみて。こんな感じ。はい、こんな感じでね、下はベッドで上は物が収納できてる収納ルームということでね、カーテンすることによって少しね見栄えも良くなって、ビロロンってカーテン伸ばせばプライベートルームみたいになると。これねどうなってるかっていうと、マジックテープなんでこんな感じで取り外しが簡単です。で裏はボこんなタンでね、感じでこうやってボタンで取り外しできるようになっていいでしょこれ。というね我が家のニューアイテムです。ママのお手製。唯一これ失敗したのがあれだよね、ストライプが反対だったっていう。これねネットで買ったんだけどわかるかな、分かりづらかったよね。これ見てもらうと分かるんですけど、実はねボンちゃん同じような、これ純正のカーテンです。同じような色で縦ストライプなんですよね。しかも光沢なかったよねこれ。そうでもうこの柄一緒じゃんと思って買ったら若干色が濃かったのと、ストライプがね横だった。横だったっていうか多分サイズがね分かんなかったんだよね、どっちが縦かストライプの。そうで一か八かで買ったらこうなった。まあでも別にね機能的には問題ないからいいんだよ。見たくれでもいいじゃん。
あんま変わんない。普通のと若干色が違うぐらいで。これで我が家のこのちっちゃない裏側そう荒れ地が見えないようになります。なんか少しでもねこれで生活感が薄く見えるんじゃないかっていう気休め程度に。他がねこんだけ荒れてるから何とも言えないけどね。なんかもう真ん中入れちゃってるから抜くことあんのかな。でもなんか真ん中つけっぱなのも意外といけちゃうんだよねボンちゃん。今回ね長い旅で初めて上くっつけたまんまだからこれがどんぐらいね有利に働くかどうか。キャンプの時はね真ん中ついてる方が2段目をね荷物置きとして使うのすごくやっぱ便利だし効率的だなと思って、ね、最近積みっぱにしてます。ボンちゃんの場合ねここのクリアランスがやっぱ広いんでその分ね寝れるかなと。これでも全然っていうのに最近気づいてこのまんまです。でまたね今回ねこのプライベートカーテンがついたんでより一層このままでいいかなと思っております。そんな感じで新しいニューアイテムでした。お寿司食べよう。お寿司食べて寝よう。醤油どこに足すの？はい今日もね安定のはま寿司です。テイクアウトできるんでねすごい便利です。醤油はねこのケースの裏でやります。洗い物しません。じゃあうちゃんも食べよう。ちょっと手拭きたいわ。いただきます。いただきます。うちゃんいくら食べる？いらない？旅の大半を寝てたのじゃん。まあ無事についてよかった。今日うちゃんパパすごいいっぱい運転したの。途中にそう食べたからその後から食べたのに。そうだよ。うちゃん移動中にポテト食べてだからそんなにお腹をた。いいよ食べれるだけで。寒い。うちゃんは先に歯磨きタイム。私はまだご飯を食べる。全部食べきれる気がしない。めっちゃ冷たいよねもう。冷たい。うーちゃんこのシートにすっぽりはまるね。うーちゃんそこはうーちゃんサイズをね。明日寒いんだって。雪どうなんだろうね。降るのかな。だって雨降ったらもう雪になっちゃうでしょ。大丈夫？冬の白川郷をね、前回来た時にねすんごい行きたかったのでほんとね来れてよかったなって。ユニクロ行かなくて大丈夫？ミートテックがあるでしょ。いいね。パパ多分余裕。うーちゃんパジャマの頭の部分がキツキツでこう頭入るんでなんか YouTube で言いそうなキャラ。ハンギョドンとかあの辺にいそうじゃん。ウーピーギョドン。ほら色合いがぴったりか。はいもうねご飯食べたんでちゃちゃっとベッド作って寝ます。荷物もねこんな感じでちょっとこのねベージュのボックスにね結構まとめるようにしたんでだいぶねコンパクトになりました。あとねいつもの敷布団を引いて寝ようかなと思います。ふーちゃんはというともうすでにここで寝てます。ちょっと待っててね。よしふーちゃんおやすみ。じゃあおやすみなさい。夜はみんな車でトイレです。よしじゃあおやすみなさい。はい、おはようございます。今ですね、時刻がちょうど9時です。室温がね、17.1 度、湿度 40% です。たまたまですね、これね、キャンプ用で購入した温度計なんですけど、外気温もね、わかるやつです。外気温センサーはね、ワイパーのとこに置いてまして、それで見ると、外気温 2.6 度、室温は 17.9 度から、まあ大体同じくらいかな。なので、外は2度ぐらいです。お外をちょっと見てみようかなと思います。はい。見えるかな。これ今のお外です。粒は小さいんですけどちょっと今雪が降っております。こっちの窓から外を見るとよいしょ。おうまだ降り始めなんだろうね。積もってはない。さあ朝ですよ。これちゃんも起きてください。雪だ。これあれじゃない、除雪車かなんかじゃない。よしじゃあ朝起き準備して目的地までねもう今日は来てるんでね、あとはゆっくりとしようと思います。ひだちちゃん、ぴよちゃん、ぴよ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 。とんかつ、ちは、ペンギン、こんにちは。ち、あだこ、こんにちは。ぴょん、あー、ぴょん、ぴょん、あー、ぴょん、あー。セーフ。今日はゆいちゃんもテンションが高い。
ってチンスターの日だもん。そうだね、夜ね。今日よし、ご飯パーティーだね。うちゃんもアイロンしてるの。前髪がすあごかった。っちあっちあっち。ちょっと待って。よくうちはアイロンとかは小ブルでやってます。ちょうどいい。上に置いていけるしね。よし、じゃあ着替えていこう。道の駅についてるミュージアム。でもね、パパこれ昔のお家？そうだよ。うわ、やっぱりで形で人形つけてるから。昔のお家ってこんなにでかかったんだね。ね。おうちゃんたち近くで見たことないからさ、結構ちっちゃいのかな。うーちゃんでもこれから見に行くんだよ、これの本物版。なんだろう。一切釘とかないってこと？うん、そうだろうね。はい、今ですね、白川郷道の駅でプリン買ってきました。こんな感じの。そう、思った以上にね、パンとかが売ってなくて、フードコートでもないか、食券のところ。普通のご飯。そうあったんですけど、せっかくねここまで来たので、今日はね朝もうプリンだけで我慢して10時半なんでプリンだけ食べて、でそのまんますぐ白川郷行っちゃって、でそっちでねご飯食べようかなと。朝ごはんね。そうそう兼用で食べちゃおうと思ってます。でこちらね白川郷のプリンの家っていうやつですね。僕のが抹茶で、うちゃんとママは普通のやつ。黒豆入ってるらしいパパ。懐かしのわさびチーズ。あ、そうだね、わさびチーズも買ったね。わさびチじゃんーズ。これ昔大王わさかな、び農場。そう長野行った時に売ってて、うーちゃんが好きなわさびチーズがたまたま白川郷で売ってて買いました。はい、じゃあプリン食べちゃおう。あ、もうすぐ目の前だからね。もうほんと 10分もかかんないし、多分。昨日6時間かけて頑張って走った甲斐があるよ。だから別にこんだけゆっくりしてても午前中に全然晴れちゃう。もう食べてる。あ、これ抹茶うまい。思った以上に抹茶の味する。下でもあれ黒豆は入ってない。下のさカラメルの層があれなんだ。あ、本当だ。食べれてないから。結構抹茶のおうちゃん味がすも食べてみたいから。なんかムースみたい。一口ちょうだい。る。ね、抹茶の味するし。抹茶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 だわ。アプリ美味しい。こんな風にすると綺麗な感じで食べれるね。すごい滑らかプリン。うん。滑らかだね。うん。随分と。白川郷で何食べようかじゃあな。昔あれだよね。飛騨牛のメンチカツ食べたじゃん。ちっちゃい時うーちゃんが。で暑くてうーちゃんがはっってしてた。はい、今ですね、道の駅白川郷出ました。で昨日夜だからね全然気づかなかったんですけど、見ての通りですね、真っ白です。で道路はね雪もね降ってないです。朝方ねちょっと雪降ってたんですけど、割と早いタイミングで止んで、今はもう小雨になっております。すごいじゃん、みーちゃん、ほら見て、これ真っ白だよ。もうそうで、こっから一番近いっていうか、白川郷のねメインの駐車場までねあと3キロなんで、もうほんと目の前です。だからね昨日夜ねすごい走っといて逆に良かった。あ、すごいね、すごい真っ白だよ。はい、こんな感じでですね、すごいね真っ白です。ほんと雪も割と積もってるというか高さもあるんで、じゃあキャンピングカーで初雪で、前回ね白川郷来た時にその雪の白川郷にねすごい行ってみたかったので、今回ねようやくその願いが叶うというか希望が叶うというか、普通に不安を感じるな。ね、スニーカーしか持ってきてないし、ね、ああ確かにこんなようなとこ曲がった気がするわ。川ってよう凍らないよ。およそ500メートル川の方が温度高いじゃない。はいでね、多分ここでここ左だね。あ、案内してくれてたわ。ここを曲がる感じ。あ、そうだ、前回はここじゃなかったんだよ。いっぱいで奥まで行ったんだよ。目的地付近です。確かすごい並んでたかもしれない。そうだ、前回ねこの近い駐車場なかったんだよね。うちら入れなかったんだよね。今回はすごい近い方の駐車場だ。うわ、すごいね。ゆうちゃん埋もれちゃうよ。およそでもいつもおより疲れ様でした。この後のかな天気は曇りと。キャンピングカー並んでるからあの辺なのかな。すごいね。うーちゃん見てごらん、ほら真っ白や。これあれ
れだっけ？ここ下降りたじゃん。これがあれだっけ？前に。下に降りて橋を渡ってる人を見てそう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 。そこだよそこ。だってうーちゃんあの橋前渡ってるよあの橋。これかのうーちゃん揺れてたでしょ。ほら。揺れてる。うん。傘みたいな帽子でもいいから。滑るで。つらら？刺さりそうだ。本当だ。その辺。どう？よし、まあね、時間はあるから先に空いてるであろうこの時間にご飯食べてから上にまた登ったりしようかな。喫茶軽食、ここでもいいけどね。ちょっとメニュー見てみよう。田舎焼き定食とか飛騨豚丼とかで飛騨牛牛丼、白荻っていうのかな。なんか今一瞬 Google マップで調べたらそこ出てきた。今のうちご飯食べて。でかいでかい、ほん嫌なやつ。ゆうちゃんハマっとるで。ハマるわそれ、ね、じゃあママについてて。ママこれ食べたい。がっつりやな。まあいいけど。いつ食べるのじゃあ。いいよ別に食べて。パパ味噌カツとかにしようかな。じゃあ何食べる？もういいや。入ろうぜ。なめこうどん、ゆうちゃん何頼んだ天ぷらうどん、の？桃だけなんかすごいあれだよ。でっかいやつなんですよ。両面に塗って。スープも親に立ったから天ぷらうどん。ちょっとスープもんでみる。口がキリーンとするわ。なんか福井とか行った時もあった。味噌カツって海がないと。これはない。ひどい。あ、柔らかい。割とでもあれだね。いい時間にご飯入れたから。ご飯？うん。すげえ混んでたよね。今じゃあちょっと早い時間に行って逆に空いてたからよかった。さっきのお家やでこれ左側。そうさっき見たのと同じ。でここを右に曲がるのかな。本当だ。これ右に曲がってまさかのうーちゃんが雪だるまになりたいってことなので長靴を買わされそうです。サイズある18センチ。どうせこういうとこじゃないとできないからいいじゃん。この度どうせまた使うだろうからいいよ。よかったね。なんけぴったり。大丈夫そう？じゃあいいね。じゃあ行こう。じゃあ行ってごらん。パパ見てじゃない。そうね。なかなか雪で遊べないから。初めてじゃんうーちゃん、こんなに雪見たの。柔らかいねこの辺の雪。よしじゃあ上登るよ。もうそこはうーちゃんしか行けないから。あ、そうか。これ入ってるの。ママなんてただのスニーカーだぞ。はい、すいままだまだある。ママもダメ。ママはダメで。うーちゃんはねこういうところ来てこういう体験しないと。もうすごいね。なんか使おう。透明すごい透き通ってる。本当だ。あそこになんかお魚いるすね。ごいね。泳いでたね。これマスなのかわかんない。な。さっきトイレ入ったらさ、うん。張り紙があってさ、白川郷にコンって書いて白川郷国って書いてああある。書いてあった。雪遊びしちゃうんだ。すごいねここ。とりあえず一回上登ろうよ。おおすごいね。
すごいね、でもすごい上から流れてる。うちはシェアハマるかな。わあ冷たいんだから。やり返しだ。パパ対ママで勝負して。でもママとママとパパの試合です。行くよ。なんかでかいのが。あ、間違えた。よし、さっと下ります。めっちゃ景色。あ、もう雪払いだわ。パパ、うん、今日温泉行ったらさ、うん、いっぱいたまろう。すごいね。順路通り行ってみようか。家になるとこういう風になってる。うん。上だってそうじゃなかった？昔の家と結構でかいんだよ。でかいね。蚕さん。うん、うわ、すごい。うちあんなんだよ。あんなんなんだよ。蚕さん。すごい量だよね。これ昔の昭和の江戸時代？どのぐらいだろう。昭和だね。パパが生まれる前だ。でもこれ炭だよね。一回炙ってそうだよね。眩しい。やばり囲まれてるね。うん？前もそうだったけど。ああ。生活スペース。ああ、すごいね。ここはあれだね。気温によっては凍るんだろうね。うん。今日あれだね。日が出てきたんだよ。よし、今ね、近藤商店っていうところだったかな。白川郷の日本酒と白川郷ビール買いました。なんか白川郷の日本酒も白川郷のビールもここの白川郷のあれで作ったって書いてあった。どっかに酒造がある。あとはどっか休憩できそうなコーヒーとか飲めそうなとこあれば行く感じで。ちょっと入ったとこなんだ。まあ、だからあの看板が置いてあったんでしょ。ついてるといいな。すごいね、なんかそれ。面白いね。食べてみるうちゃん。きなこかあずきか。じゃあ行こう。あ、うちゃん可愛いね。ほら。いただきます。早っ。いただいていい？これビーってかけて食べるの。きなこいらないの？ママかけて。いただきます。これから見てみる。ママのものない？
黒蜜つける。喫茶店カフェでなんかソリを借りてカフェの目の前のここで滑っていいみたいです。パパやっぱりゆっくりがいい。用意ドン。このカフェ花水木っていうのかな、花水木白川、なんかカフェに行くとソリを借りれるという。でその遊べる。よかったねうちゃん、ご親切。ソリができて、なんだかんだ白川郷一日行ったね。よし、すごい。お、めっちゃ綺麗。揺れてる。入れてた。すごいねうちは真っ白で、俺いいの、はい、今ですね白川郷の駐車場出ます。なんだかんだね1日楽しめました。ちょっとね朝ね説明しなかったんですけど、ここの駐車場一応キャンピングカーはもちろん OK で、キャンピングカーもね普通車と同じなんで1000円なんです。ただどうやらね大型車としてカウントされちゃう可能性があるらしくて、なんでこれね駐車サービス券大型車ってやつ、まあこういうねサービス券があって、これをなんか入れてくださいって言われました。前払いで1000円払ってます、なんかねやっぱ高さで取られちゃうというか反応しちゃうみたいで、なんで先に1000円先払いするとこのサービス券がいただけます。で料金は3000円です。でこれを入れるとこんな感じでサービス券で実際ね3000円請求されちゃうんですけど、サービス券入れると出れるとっていう感じです。はい、ということでね、ちょっとね朝説明し忘れた駐車場なんですけども、そういった感じで、かなり安く止めれます。で、今日はですねここからもう一気にね飛騨高山市の方までね向かっていきたいと思います。そっちの方で温泉入って、またどっかでね車中泊しようかなと思っております。ちょっとねこの近辺がね高山方面だとあんまないんですよね。そう1個ね高山飛騨の方かまで行くと道の駅があったりとか温泉があったりしたんですけども、そこの一直線で行けるね道路があるんですけど、見ての通り×になってて、そう冬季通行止めになってて、多分雪なのかな、峠だから、そこが、ね、通れないってことで、逆にね高山の方まで行っちゃった方がどうせね戻るならということで、今日はねそっち側に今から移動しようかなと思ってます。でまだ時間がねその3時50分ぐらいなんで、まだ全然時間は余裕があるんで、温泉行って、あと買い物ね行けたら買い物行って、であとどっか泊まろうかなって思っております。この分かれ道か。そう行けるんですけど、ここがね通行止めになってる。この上がダメなんだ。そうこれか。確かに狭いな、そもそも。そもそもでも結構狭そうだよ。今ね走ってるこの道はね当然、バスが走ってるように大きいのも走れるんで、すごい綺麗だね。はい、ということでね今回はね白川郷じっくりね楽しめました。前回来た時より人もね全然少なくて、シーズンもあんのかな、前回ゴールデンウィークだったんでもうめちゃくちゃ人がいたんですけど、あの時はねほんと夏の景色って感じだったけど、今回はねほんと冬の景色、真っ白い白川郷が見ることができたんで、すごいねこれはいい経験だなと思ってます。山々がね本当にね光が差してね、太陽の光とか差すとすごく綺麗で幻想的なね場所でした。今日はね白川郷のみでもう一点絞りしてたんで、その辺はね時間もねたくさん使えたのでそこも良かったかなと。あんまりやっぱねちょこちょこ移動すると意外とね時間が取れなかったりするんで、でもそんなに言うほどがっつり積もってもなかったから、本当ねうちらにとってはこれぐらいの雪の方がちょうどいいのかもしれない。夏が来た時もね山々しててすごかったけど、それが全部白くなるって思うとすごい。おお綺麗、横の景色が、ちょうどこの今夕日の時間だから、それが相まってまた綺麗。すごいね。ここからもうあれなんだね、石川県とか富山県の。わ白い。真っ白。うちらが住んでる神奈川県も場所によるけど雪が積もることがめったにないからさ、こう雪がいっぱいあるところを見ると不思議な感じだよね。いい景色。これじゃないの？飛騨高山。違うか、清見だもん。次じゃない？清見で？清見じゃね？何？飛騨高山で降りるの？清見で降りるってなんですよ。これフリーズしてない？フリーズしてる。1個
先進んでしもうた。18キロも先？降りたい、降りれない。マジ？やってしまいましたね。マジかよ。戻れないから進むしかない。道を間違えました。降りるところが間違えて、ナビがねずっとトンネル入ってたんで Wi-Fi がフリーズしてた。で過ぎた後にね、はい、次のインターになっちゃって、で次のインターまで18キロってめちゃくちゃ長くて、で今降りました。小川だっけってところに今降りて、降りた先にね温泉と道の駅があってさ、そうそう、1回で温泉が入れればもうそこで入っちゃうからね。で困ったのは今燃料がないので、そう、まだ4メーターあるから行けるはいけると思うんだけど、あるところで入れといた方がいい。一応この先にエネオスのマークが出てるんで今のうち入れとこうかな。あ、これだ。やってるっぽいね。やってる。ガソリン入れます。無事に燃料を入れられた。なんだかんだやっぱ60リッターぐらい入ったから結構入った。でこのすぐそばに道の駅があって、でそこに温泉がついてるからそこ行っちゃおうかな。でこっから高山市内までね、その高速インターの、ね、すぐ近くなんですよ、この道の駅は実は。でそこから乗っちゃえば意外と早いっぽい。意外と結果オーライだったかもしれない。桜の違う？桜の里？意外とでかいな。寒いね。とりあえず温泉行きます。よかったね、ギリギリ。長コーヒーさんがありました。いただきます、はい、飲み物を持ってる皆さんは乾杯。これはうちの羊羹だから苦い。嘘。ほら見てほら。湯葉はどこ？あ、これ湯葉か。湯葉か。トトロとかどうやって作ったの？どうやって作ったんだろうね、あれね。作る人アメリカですね。ですね。じゃあ行こう。はい、今ですね、温泉の方に入ってきました。で道の駅に併設みたいな感じかなでついてる温泉で、そんなにね人もいなかったからタイミング良かったかなと。割と綺麗な温泉だったのですごいね良かったです。で値段もそんなに高くなくて、なんかちょっとぬるっとする感じじゃなかった？そうそんな感じだった。でなんかね本当はね家族風呂あるらしいんですよ。ただ今日は人気すぎてちょっと予約が満帆ということで取れなかったです。入浴料プラス1500円だった。はいということで、こっからはですね一回ねやっぱね買い物はちょっとどうしても行きたくて、でいろいろ探したんですけど、やっぱりねこの辺になくて、ちょっとねバロ高山店までねちょっと戻るというか行きます。ざっくり40分ぐらいかかるんですけど、買い物何もしてないんで、明日のことも考えるとちょっと今日だけ乗り切れればいいっていう感じでもないので、一旦ね買い物します。でその後ね、またどっかね違うところ車中泊できるところ探して、移動しようかなと思っております。ということでね、まずはね高山の方まで向かっていきたいと思います。はい、あとね、659メーターでバローに着きます。だいぶなんかあれだよね、急に市街地になったよね。いきなり変わった風景が、ね、さっきまではやっぱりこう山々に囲まれてるような感じだったけど、ようやくたどり着いた。本当なんか急にここら辺都会だな。なんかさいきなり雪なくなっちゃったもんね。これか、この奥か、これか。なんかいっぱいあるね、こっちに。いやね、この東海地区ね来た時はねバローよく来るんですよね。バローがいっぱいあるよね。東海方面はやはりバローがすごい。よし、じゃあちょっとね買い物していきます。はい、今ですねバローの方で買い物してきました。一応もうね明日の分もねある程度買ったよね。買いました。なんか向こうでなんか買えたら買って、そう追加でね買えたら。で一応、買えなくても大丈夫なように一通り揃えています。やっぱねちょっとね思ったよりもスーパーがそんなにたくさんなかったっていうちょっとね印象だったので、なるべくねある時に買っちゃおうかなということで買ってます。一応ね、バローの方が結構大きかったので一通り揃えることもできたので、これで一安心かな。でこっからはですね一旦車中泊できる場所を今探してまして、そこまでねちょっと移動しようかなと思ってます。今日はこの辺で一泊して、明日ねまた高山、今いるここにね戻ってくるような形になるのかな。
っといまいちね土地勘が分かってなくて全く同じところかどうかちょっと分かんないんだけど、この辺に多分戻ってくると思います。そうで明日はそれで1日飛騨とか、高山市内古い町並みとかね、あっちの方に行こうかなと思ってるんで、今日はねこの辺で一泊しようと思っております。はい、ということでねちょっとね今から移動していきたいと思います。はい、無事にですね到着しました。で今ね着替えも終わったのでこれからご飯を作るところですね。あ、そうそう、今日ねリバーシーになってるんでいつもとちょっと柄が違います。いつも青なんだけどカバーか今日は白です。もうねすぐねご飯にしちゃうんでこれからねご飯を作るんですけども、こんな感じでねもうこっち側では準備しております。最近でもないけどずっと前からハマってる、ふーちゃん大好きなチキンスター。なるべく洗い物も少なく水の使用も少なく。カリカリに焼けるといいな。ふーちゃんのお望みのカリカリに焼けるといい。あとご飯はチンするの？ご飯はふーちゃんどうする？ふーちゃん白いご飯食べる？食べようかな。じゃあご飯出そう。ちょっと一旦マックスファン入れるよ。よし、あと電子レンジ。ブレブレさん使って。これ一回タコを半分にした方がいい。すごい分厚めに切ってんの？わかんない。これが分厚いのかどうかかわから分ない。厚いだろ。いつも薄めじゃないわ。こんなもん。ちょっと一回見て。大きさ。いや最初からそう言ってくれない？いつもそうやって切ってんだから、何を気にして食べてんだよ。何も気にしてない。なんかそれっぽくなって。はい、そろそろねご飯にしようかなと思います。ちょっとねチキンスターね一部まだ焼き中ですけども先食べちゃおうかなって思っております。で今日はねこちら白川郷ビール、これね白川郷のお米を使ったまろやかですっきりした味わいということで、この白川郷ビールをですね白川郷で買ってきたのでこちらをね今日は飲もうかなと思います。であとはアウチアウチ。今ちょうど焼いてるチキンスター、これねうーちゃんが好きなやつでチキンスターで、今ねこちらはアウトドア用のスパイス堀西で、焼いたチキンスター黒いやつね。で今ね塩コショウでもう一個作ってます。であとはパパが切ったタコのお刺し、スーパーのサラダ十分です。無駄に象徴すそうだよ。あとこれなんだっけ、大根みたいな、る。それゆず大根。ゆず大根、これ家から持ってきました。であとは茶碗蒸し2つ。茶碗蒸しはねママとうーちゃん、パパはあんま茶碗蒸し食べないです。あとうーちゃんはね白いご飯。あとはこれねタコに使う醤油そうね、これいただいた醤油なんですけど、千葉醤油って書いてある千葉のやつかな。そうだね、下佐醤油ってやつですね。これね先週お使いでいただいたのでこれをね早速タコに使おうかなと思います。じゃあ早速食べようかなと。開けてない。お、そういう感じ。ビビった一瞬。よし、じゃあみんな乾杯しよう。はい、じゃあもう乾杯。乾杯。ゆずピールだって。これうまいっす。飲みやすい。白川郷ビールちょっとねなかなかうまいよ。美味しい。ご当地ビールって結構ね癖があって好きな人と嫌いな人分かれると思うんですけど、確かになんかお米っぽいかも。これなんかすごい本当にまろやかなビールでまろやかとかあんの？苦味がないね。後味がお米のさ感じとさ、うまいわ。ビール特有の苦味なくない？これはうまい。これうまいビール。確かにすっきりしてる。これなんかこれお土産で買えばよかったね。
いつもとちょっとスパイスの味違うけど、それはそれで美味しいならよかった。塩コショウ。よし、ママも食べよう。カリカリしてる？やっぱこのホリニッシュはキャンプで食べたような味だね。うん。ビールね。めちゃくちゃカリカリにうまく焼けた。キンスター大満足。ほのかにやっぱりお米の味する。このビールね。めちゃくちゃ好きかな。どう？うまい。うまい？一番うまい。はい、ということでね、今日買った日本酒を、こちら。世界文化遺産白川郷の飛騨誉れ 100% 使用した結心という日本酒です。純米大吟醸。これね、白川郷のやつで作ってるみたいです。白川郷産品認定ってこの後上にねステッカーみたいなの貼ってあるんで、すごい美味しそうだなと思って買ってきました。早速ね飲んでみたいと思います。はい、ということでね、この結心いただきます。乾杯。あ、キリッとしとるね。うん。そうね、キリッと系だね。うん。辛口の方。タコだな。なんか久々の辛口系だね。これも美味しいから飲んでほしい。白川郷ビールね。ご飯に合うね。こういうご飯っていうかおかず。ちなみに今日、今外気温3度だよ。あ、まだでも3度あるんだ。あったかい。昨日のマイナス7度って言ってこっちの方あったかいんだね。わさびチーズ。食べていい？いいよ。これ全然わさび入ってなさこそうだ。の辺置いとくか。うわー、辛っ。もう辛い。た。うーちゃんでもそのわさびチーズ1年半前すげえバクバクしてもうバックバック。ちびっこランタンつけながら。普通のわさびとこんなに辛いんだね。そうだよ。意味あんのかな。お、ぴったりよ。こういう時には使えんじゃん、カンクーラー。見えてるかな。これね、ハイドロフラスクっていうメーカーのカンクーラーです。結構ね、カンクーラーって探すといろんなメーカーさんから出してて、じゃあイエティと比べてそんなに大差がないみたいな。でイエティの半額ぐらいで買えるというそう。ハイドロフラスク。多分3000ちょっとだったかな。3500円ぐらい。ただイエティのと何が違うかって言われると、それ自体がタンブラーになるのと、そう、この本体がね。でイエティはなんか缶だけ対応なんだ、350の。だけどこれはなんかこういう瓶そう、もう入る。も入る。ここがねシリコンになってんだよね。そう。だからこれ今は、じゃあ日本酒をこの中に入れて冷やしてるんですけど、これだとね、瓶とかもできるから、すごいね、汎用性が効くとそういうことで、このハイドロフラスクにしました。上のシリコンを外して、そうするとね、ほら、いわゆるタンブラーの口になってるんで、そうで、これをこうやって入れてあげて、これをそう戻すと、使い勝手いいじゃんやっぱり。ほら、このまんま、もうこれで飲めるんですよ。でしょ。瓶クーラー。いいでしょ。瓶クーラーにもなる。ちなみにロング缶も一応入る。ああ、500のね。ただイエティは入んないの。だからその辺がそれのみねになっちゃうなんかちょっと微妙に仕様が違うらしいです。そうっていうだことで、からこれがキャンプがでもメインになるかなっそうていう我が家の缶クーラー事情でした。はい。最近なんかね、僕らの周りみんな缶クーラー使ってて、仲のいい方がサーモス、いいよって缶クーラーいいよって言うからちょっと触発されて、缶クーラー買おう。サーモスもね結構いろんなね種類あるからね。そうでもなんか結局色があれだからさ、みんなと被っちゃうなと思って、そうでメーカーを変えようと思ってハイドロフラスク。ハイドロフラスクにした。まあこれもこれ可愛くない？まあこれで夏のあれが楽しみだね。今はさ、外気温が低いからさ、あんまり変わらなさそうだけど、夏になった時にお外で使うとどれぐらい冷えるのかちょっと気になる。後ろ上カーテン上げてあげてよ。うーちゃん移動します。これぐらい。いや、寒いは寒い。あ、1度だよもあ、そう。どんどん下がってきて。う。だってパパが邪魔なの。セット。
インティンティンティンセットインしれ。でいってらっしゃい。今のやつ見せてね。うーちゃんずどこ行ったの？いて。とんかつはかわいそうだからね。いや、つむちゃんがぶん投げた。今のパパピーのか。じゃあもっとブサイクなととか言って。もう寝ます。メガネのパパ。おやすみなさい。はい、じゃあ明日もね早いんでもう寝ます。おやすみなさい。シャミおはようございます。今ですね7時44分で室温 16.8 度、湿度が 43% です。外気温センサーを外に設置してますが、外気温がね 0.8 度、湿度はあんまこれ正確じゃないかもね。外気温が 0.8 度、まあ1度ないぐらいですね。ということでね、今から準備して朝ごはんとか食べて出発したいと思います。はい、朝だよ。起きるよ。おいちゃんマンも起きるよ。おいちゃんが後ろでゴロゴロしてると。今日はね、久々にトースター使います。ブルブルは配下で設置しております。はい、こちらですね、先日視聴者さんにねいただいた湘南コーヒーハワイコナブレンドコーヒーってやつですねのドリップパックってことなんで、本当ね車に使うには最適だなと思って今回持ってきました。で車で飲むにはね、本当にドリップコーヒードリップパックの方がねすごい扱いやすいというか飲みやすいんで、ね、このハワイコナブレンドコーヒーをいただこうと思います。早速今ね、お湯沸いたので移して作っていきたいと思います。今ですねコーヒー入れました。香りがねすごいいい香りがしてます。湘南コーヒーって書いてあるから湘南にあるんだ。じゃあこの美味しいコーヒーをありがとうございます。すっげえ水節約できてるじゃん。まだまだ平気。半分以上ある。あ、まだまだ全然余裕だね。ちょっとしか入ってない。今日と明日も使うのね。十分だね。ミルク食パン美味しそう。トースターがあるとねこんな感じで簡単に朝ごはんもできるので結構楽です。我が家旅では絶対1回ぐらい出てくるよね、朝ごはんに。こんな感じで焼き上がります。あと今もう一枚パパの分焼いてます。パンね焼き上がりました。焼き上がったのはいいんですけど、僕のだけ最後ちょっと片付けしてたら焦げた。いい感じで4隅焦げましたね。そう、あとね今日はヨーグルトがあると思うんでヨーグルト出して朝ごはん食べたいと思います。ようちゃん食べましょう。いただきます。いただきます。今パンが甘めだね。私の好きなパン。はい、今ですね出発しました。今日はですねこれから高山市のね古い町並みっていうところにね向かっていきたいと思います。ここから13キロなんでもう割とすぐです。で駐車場がね何個か近くにあるんですけども、キャブコンのねこの屋根がねちょっと入れるところ入れないところっていうのが結構あるみたいなので、ちょっと朝ね調べました。前回の時はでもゴールデンウィークだったから渋滞もしてて、もう本当空いてればどこでもいいみたいな感じで確か止めたんですよね。で今回は平日なんで今日前回よりか空いてるかなと思っております。で一応今市営のね駐車場に向かっております。でなんか調べたらねデセルフとかもなんか入ってそうな感じだったから、じゃあ行けるべ。今からですねその市営空町駐車場の方に向かっていきたいと思います。昨日夜走ってる時はあんま気づかなかったんですけど、割とねちらほらと雪が残ってるとか残ってる、白川郷の方と比べるとね積雪は少ないかもしれないけど、でも明日ねまた天気予報だと土日は雪マークになってたので、この辺もまたね雪が見れるかもしれないです。川沿いも結構雪が残ってる。ちょうど斜め前が飛騨牛屋さん、お肉屋さんだっぽいね。そうそうそう。ヤギを極めるって書いてある。ちょっと寄りたい。終わって時間があれば。どうせ来るんじゃないのこの辺も。わかんないけど。ね、寄ってこう。
前もこの辺走ったような気がするの。うっすらそんな記憶がある。あ、でもまあ人多いね、やっぱり。多いね。なんかこの辺があれでしょ、メインの通りというか、なんかこの辺歩いたような記憶ある。もうちょっとで。あ、ここだ、前止めたのやっぱここだよ。この緑の建物のとこだったかな。だから左か、空いてるね。防水確率 40% です。この先一時停止。よいしょ。どこが空いてるかな。この一番端。あそこの一番端、雪の横。この先。次到着です。ギリギリだけどソーラー入ってる。曇り空だけど。2点キャンペーンが。冷蔵庫も使いながらソーラー入ってくれてる。充電してるから助かります。結構がっつり曇り空。こんな感じ。準備 OK。ふーちゃん今日は普通の靴です。よし、これからですね、高山昭和館っていうところにね向かっていきたいと思います。ここから歩いてすぐみたいなんで、それでこれさ、突き当たりを左かな。あ、こっちは駐車場なんだ。そうだね。あ、でもちょっとこっちは出っ張りがあれだね。寒いねでも。寒い。で、向こう側なんだよな、反対側なんだよ。そう、どっかで渡んないと。横断歩道ある？あ、じゃあそこで渡ろう。多分ね、渡ってそこじゃないか。今ちょうど見えてんじゃん。あれか。そこだ。前回気づかなかった。そうだ、高山昭和館。ガソリン46円だっけ。計35円。めっちゃ安いやん。昭和37年だって。計35円だったら助かるんだけどな。ほんとね。いいよ。はい。よし、あ、ここから行くんかな。横丁。あ、いいね。あ、みんなこれ銭湯にあるやつやろう。で、シェフもさっき来て。うーちゃん痛い。バーってやるやつ。あったよ昔。パパは知らない。あったよ、平成まであったよ。主な値段だって。すごいね、クラウン99万5千円だよ。1万円がいくらぐらいなんだろう。これだと。レートがわかんない。でも初任給が5900円だから。その感覚で言うとそのぐらいなんじゃん。考えてクラウンめちゃくちゃ高いじゃん。高い。チャリ。これなんかあれだよ。トトロのお父さんが乗ってそうなチャリ。ああ、そうね。ぐるぐる回れるね。なんか広いね、ここ。そう、思ったより奥行きがある。こんだよね。あ、食品サンプルこんな感じで。田中さんちが営業してる。いいね、なんか。じゃあ見てごらん、これ電話だよ。これは知ってるね。カメラがいっぱいある。本当だ、ミノルタだ。3本。こういうデザインの考えた。あ、これよく見たら鏡だ。そう、鏡。すげえ奥行き感あると思った。昭和のお店で自分たちの親世代がね来たらあれかもしれない。また違うんだ。もっと昔？どうなんだ。うわ、いいね、なんか。レトロだね。だってもう灰皿が置いてあるもん、お店に。普通だ。いいね、なんかこういう小料理屋さん。こう居酒屋。このさ、あれだ、お金。ぼちぼちって。あ、こればあちゃんちあるで。何それ。つぼ押し。これおばあちゃんとおばあちゃんとか。あ、ご自由にお上がりください。上がっていい。靴脱いで上がっていいらしい。本当だ。あ、うちあれそろばんだよ。昔の？そう、昔のそろばん。すごいね。こっちもすごい。いろいろ。薬剤。本当だ。今もあるけど、ルール。なんだっけこれ。マンガンだっけ。うん、マンガン電池。今あんまないんだよね。あんま見かけないね。アルカリが多いね。ナショナルマンガン電池だっけ。
洗濯機だこれ。あ、これあれや。脱水機でしょ。これぐるぐる回して手動でさ、これ脱水機。昔脱水ってついてなかったんでしょ。ママもそれにすればいい運動できる。三種の神器だっけ。はいえ、なんだっけ。何が？テレビ、冷蔵庫、洗濯機でしょ、確か。それがこういうあれじゃないの。なんかこれはさ、まだなんかね、今もこう一つのさ、売ってんじゃん。なんかさ、こういうやつあったかも。テレビちっちゃ。ほんとだ。ゆいちゃん見て、あれテレビだよ。ねパパこれもそうだよ。テレビちっちゃちっ。ちゃいね。昔のおもちゃだよ。鉄腕アトムの椅子だ。うーちゃん、昔こうやって紙芝居やってたんだよ。紙芝居屋さん的なやついたんだよ。そうだよ。パパも見たことないけど。ママも。お菓子くれるんでしょ。らしい。意外と知ってるものが。ゆいちゃんお面がいっぱいあるよ。あれあれじゃないの？お祭りのお面じゃないの？なんか今と全然違うね。そしてちっちゃい。病院だ病院。何が。どうされました。お腹周りが。写真館。写真館。カメラがいっぱい並んでる。すごいね。いっぱいカメラ並んでる。キャノン、ペンタック。こっちはあれかな。ちょっとでかいやつ。ビデオ系。これ車だよ。みーちゃんもそっち乗れるんじゃない。ちっちゃいね。あ、ういちゃんちょうどいいじゃん。ママも。どうですか。今運転ここ押せるよ。ちょうどいい。うんやこれ何？テレビの横になんかついてる。前。拡大鏡みたいな。うん、拡大されてる。せやろ、そんなやつあった。太陽に超えるの。昭和だね。結構2階も広いね。ね。ゲームができるらしい。ファミコン、スーファミ。そうだね。あ、これスーファミのソフトがここに飾られてる。スラムダンクみたいなのがある。本当だ。パパこれ持ってたよ。04の04車のゲーム有名。あ、サッカーのゲームこれも持ってたよ。これうーちゃんどうぞ学校に行ってください。うーちゃん見てごらん。先生の教壇のところにすごいでっかいそろばんがあるよ。うーちゃん見てください。先生いますよ。今日の授業は人生についてです。そろばんでうーちゃんが持ってそれ何？タイプライター。タイプライター。多分あつ森でここ押すとねこんな風になったりするやつでしょ。あつ森にもあるよ。うーちゃんも小学校でやるよ。ここでさ昔のさこうやってヤッホーってやったで写真撮りたいから。うーちゃんなかなか入りません。入りません。めっちゃ重い。入りません。回ってくる様らしい。駄菓子じゃあ買う？何？うーちゃんパパにヤングドーナツ買って。うんでも食べるから2個。うーちゃんもうカゴいっぱいいっぱい。あとサイコラと買おう。めちゃくちゃ買った。よし、じゃあこれからねメインの三八通りの方に行ってみたいと思います。前に比べたら。あ、高山ラーメンがある。ラーメン食いて。なんかご飯食べちゃう？先。食べる。お腹すいた。この辺は？あれ見て。どこでもいいよ。もうちょい行く？ここは？ステーキ部。これ高山ラーメン？かけそば？かけそばなの？そばなんだ。じゃあ入っちゃう。とりあえず入っちゃう。
あれするかこれ頼もうかな。ね、これ一番下がないだけでしょ。そう一番下がないんだって。パパも真ん中のやつにしよじゃあチリンチリンすう。る。鳴らしてください。オッケー。思ったより大きかったね。はい、かしこまりました。はい、これ飛騨牛串。これどうやって食べるの？乗せて食べるのが正なのか、バラバラで食べるのか。バラバラで食べてもいいけど。な。ゆいちゃんが失敗しないの。でおせんべいだけどこのお皿に乗せて。そう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 。美味しいございます。雪が明日はあれだね。冷やかけって名前だけど結局あったかかった。あったとりあえずかいのもローストビーフが乗ってるっていうのがあるんでしょ。ね。パンの方がいいでしょ。まあ僕2日連続でこへい。へい。いただきます。うローストビーフが入ってる。中華麺食べた？うん。美味しかった。うん。うまい。そばつゆは甘めのテイストです。うん。うまっ。いやでも美味しかった。美味しかった。ちょうどいい時間で混む前だったし。混む前なのが一番良かっでも比較的空いてるので。た。うん。あれも食べれたし。飛騨牛握り。リベンジを果たせた。抹茶とわらび餅だってパパ。ここもなんかそんな感じ？何これ美味しそう。紫芋モンブラン。でもうまそうじゃない？歩いて、うん。帰りにアルゴルそうじゃん。どうせまた来るから平気だよま。た帰ってくる。そうね。意外とこういうのをお土産にした方が喜びそうじゃない？うん。あ、ここ？あ、どっちだ？うん？うん。そういうのいっぱいあるよ。日本酒のテーマパーク。じゃあ奥入りゃいいのか。あ、ここから入れんの？本当だ。かわいい。木だ。どれにしますか？最初ここら辺。じゃあこれ甘口にしようかな。飲みやすい。甘すぎないかな。いいかも。ジェルにはちょっと少ないらしい。本当にちょっとしか出てこない。飲みやすいですね。さっきブルだっけ？最初に飲んだの。最初に飲んだ方が好きかも。じゃあそれ買おうか。のフードモンダちょっとお水飲んで終わる。あ、一応動画は撮れる。あ、撮れた。どこ行った？撮れてるか再生してみてよ。うショックな出来事が、カメラがジンバルから落ちて落とした。幸いカメラは異常なしっぽいよね。ん。どうなんだろう。正直ちょっと使わないと分かんない。結構いい感じで落ちた。もうこれ見るもん。そうなんかね ND フィルターが割れちゃって、まあここの店員さんにちょっとお掃除、今そうちょうど掃除してもらってお願いして。パリンと割れてしまい、全部割れた。綺麗。幸いその下にもう一枚普通の白馬のフィルター入れてたから、こっちは割れてないからレンズは平気だと、ちょっとなんかずれたりしてるかもしれない。まあ幸い人間が怪我してないからいいよ。もしかしたら撮影が携帯になるかもというちょっとハプニングな出来事。あれすぐ入れそう？おしゃんティー、うーちゃん昆布から食べる。じゃあその紫の方食べてみて。この紫部分食べてお芋だよ。みる。この考えはどうかな。雪見大福みたいな餅が。そうです。なんかある人だ。うーちゃんが好きそうな感じ。
中アイスだよ。美味しい。じゃあ車そのまま戻っちゃう。とりあえずねこのステップアップリングだけでも外したい。綺麗にねレンズは全部割れました。フィルターレンズはね。でなんとかこのシルバーのとこですね今曲げてなんとか押し戻したんですけどちょっとやっぱ取れねえな。 ND が取れないとねステップアップが使えないんでなんとか頑張って取ろうと思います。はい今ですねなんとか ND 取りました。とりあえずねステップアップリングもやっぱりねちょっと押し込んじゃって曲がってたんで今応急でね一応ちょっと曲げ直してベンチで使ってるんですけど、まあ買い替えですね。ちょっとね後になってレンズとか焦点が全然合わないとかピントが合わないとかってなっちゃうばもうねそれはそれでしょうがないんで1本がね 50mm 持ってきてるんで最悪 50mm に入れ替えます。そうでカメラがダメだったらもうどうしようもない携帯で撮ります。はいということでねちょっと気を取り直して可変 ND フィルター昔使ってたやつ使ってるんでなんとかこれで撮影ができそうです。まあよかったじゃない。まだ。だけどなんとかねカメラフィルター入れられたんで替えの予備のフィルターにとりあえずこれで撮影できるかと思います。まだカメラでよかったよ。車じゃないからね。車じゃないし、まあレンズはね。そうレンズカメラは最低買い替えれるから。そうそうそう車はちょっと買い替えるの大変だからね。あと怪我しなかったっていうのもいい。そうそうそうまたのご利用をお待ちしております。よしどんぐらいいたんだろう。結構いたよね。でもまあ10時ぐらい10時ぐらいから行って今3時半だから結構いたね。5時間ぐらい4時間半ぐらいで観光してたね4時間ぐらい。左方向。なんか食べてばっかりだった気がする。うん意外とさお外でさ握りめっちゃ並ぶじゃんあそこ。並んで買うよりはあそこのご飯屋さんでそう入ってそうそうそう食べれるから。意外とあっちの方がなんかお得な気がする。店内だしそうご飯を食べるがてら握りもちょっと食べたいなって人は逆にあそこ入っちゃっての方がお得だよね。座って食べれるから。あそこのね昭和館も結構さいろんなものがあってさ結構広かったよね。親を連れて行きたいなって思う。ああそうね自分たちよりも多分親とかの方が面白いかもしれない。そう自分たちの場合はね時折こんなのあったなってなるけど、まあ、ほとんどは逆に知らないのばっかだもんね。こんな感じだったんだみたいな。でこのあとねこの信号の左側にお肉屋さんがあるみたいなんでそこでお肉を買います。右に駐車場があるから一回右に曲がります。右に曲がって左側に駐車場があってそこに止めて買いに行く。ちょっと全然関係ないんだけど今ねちょうど出発する時にバッテリーの残圧見たら 94% かな。行く前が 93% で今日晴れてはないんだけど冷蔵庫とかほらつけっぱなしだけどその分ぐらいはね充電してくれたみたい。ソーラーで冷蔵庫分賄いつつ 1% の充電をしてくれたみたい。曇ってるからね。優秀だね。でもそれでもソーラーって意外と効くんだっていう。行ってきます。飛騨牛を極める丸明けってお店に今から行きます。目の前のね買いました。キャンピングカーのいいところはそのままもらって冷蔵庫にぶっ込めるっていう。目の前のそうそう。はい今ですね飛騨牛の極めるお店丸明けっていうところで飛騨牛を買ってきました。そう明日食べる分でなんだろうお高いコーナーもあったけどそこまでお高くないコーナーもあって部位によるね。そう割と思ってたよりかは全然お得に買えたかなと思う。津坂牛の時のあそうあっちの方が費用はかさんだ。今回はその半分以下ぐらいですね。そうシルクロースそうあれに比べたら高くはなかった。ただ普段買うお肉よりかは高い。まあねせっかくねここまで来たんで昨日今日で飛騨牛尽くしだからね。私が飛騨牛尽くしじゃん。3日間食べることになる、贅沢すぎる。そうであとはねなるべく僕たちねランチで済ましてるんで今日は夜はもう鍋にしますね。そう豪華なのはいつもランチだ。そこは節約のあれも込めてランチで夜は自炊と。そうすればねある程度金額も抑えれてでなおかつちょっとお得な旅ができるかなって。そうでこの後は、少し走ります。33キロぐらい走って飛騨川温泉清水の湯じゃないっていうところで5時からですね家族風呂取ってますので今からね向かっていきたいと思います。今からね45分っぽいよ。入館と一緒で
うん家族風呂だけでいいんだって金額があ、そうなんだ。45分だけど2500円、だから今日はねゆっくりお風呂入れるかな。寒かったからな。そう、まあ、到着予定が4時半なんで、まあ、もしかしたらなんかちょっとあれば寄るかもしれない。あんま降った後ね、まあところどころ雪が積もるのあれだけど、寄せてはあと17キロぐらい。もうすぐですね、温泉の方に着きます。ここ登ったところか。時刻は4時半です。あ、ちょっと早かった。4時36分。まあ準備するからちょうどいいか。やったー、家族風呂や。久々の家族風呂。この旅初めてじゃない？目的地付近おお、なんか結構あれだね、奥まったとこにあるんだね。ね、あれか、あっ多分これだと思う。これしかないと思う。た。おー、あ、これだ。しずぐ。これは左側に止める感じ？着いた。よし、OK。多分そこが入り口かな。こんな感じです。もうあんまり暑くないって39度ぐらいだっお、なんかでも綺麗だね。あ、おいちゃんなんかすごいじゃん。おう、すごいすごい、綺麗綺麗綺麗。うん、お外も見えるし広い。ここあるな。た。コーヒーはパパにあげない。ちょっと飲んでみていいよ。どんな味でした？なんかいつも通りのやつよりもなんか甘みがひっくりひっくり。そうだね、いつも通りのコーヒー牛乳だね。ということで今ですね、飛騨川温泉清水の湯の方に行ってきました。で今回ですね、家族風呂が取れたので、この度初めてのね家族風呂に行きました。やっぱね、家族風呂だとね結構楽々です。まあ時間は45分なんでそこまでね長いあれではないんですけども、まあ全然家族3人だったら全然入れちゃうぐらい。なんかね2つ浴槽があって、片っぽはちょっと、まあ、ちょい厚めって言ってもそんなでもないけどね。そうで、もう1個はもう結構ぬるめ。入浴剤的な選べる。そうそう、自分でね好きなの選んで入れてくれる、はい、っていうところでね結構いい温泉でした。で、今日はね、もうこの近くでね一泊して、で明日下呂温泉、あれなんていうのかな、下呂温泉街っていうのかなの方にね、行こうと思ってるんで、今日はねあんまりここから離れずにいようかなと思います。でも気づいたらね結構真っ暗になってるんで、安全運転でね向かっていきたいと思います。なんだかんだ言ってもう6時ですね。およそ200メートル。はい、無事に到着です。到着です。パパは見た。めっちゃ口開けてるうーちゃんを。今日は夜は簡単に鍋なので煮込むだけでございます。今日はねお昼豪華なご飯を食べてしまって今日は質素です。今日買ったねお肉は明日食べようと思ってる。よし。レンズ耐えられないんだよね、新しいレンズ。影が入ってるからいい。よし、今日もブルブルに頑張ってもらって電子レンジ稼働中です。なんだっけ、枝豆。枝豆か。今日はねコンビニも使いながら鍋もやりながらというような感じです。鍋もよし、じゃあ食べよう。なんだかんだあるもので鍋です。今日は鍋、枝豆、卵ペーストみたいなやつマカロニ。と大根、あとウーチャンネルグラス。じゃあ食べましょう。はい、よし、じゃあいただきます。最初はまずうちゃんですね。ウーちゃん枝豆好きで、枝豆好き。缶クーラーにそれ入れときゃいいんじゃないの、トマンも。そっか。ということで缶クーラーで。でもここ乗せれないからそっち側に。あ、いいよ、そっち置いといて。缶クーラーの使い方があってるのかわかんないけど、瓶で飲みながら缶はクーラーに入れとく。でもいいんじゃん。乾杯ですもうね。もんだったのね。乾杯。はい、乾杯。乾杯。乾杯と思いますよ。うまい。キンキンに冷えとる。これ何、ネギは後入れ。そう。
このパウダー買ってたやつでこれうまいの。ネギうま。今見えてるこの画角、高さがちょうどパパの目線。だからこの動画を見たらいつもパパがうーちゃんとママをどんな風に見てるかがわかる。見下してんの？4人家族みたいな感じの店。ちょうどほんとこの目線。いやこれだよネギの量な。私ネギ大好きだ。これ全部入れたんだよ。うーちゃん今日はどこが一番楽しかった？一番学校がなんかしっかりしてる。うーちゃん車も乗ったじゃん。ああ、そうそうそう。ママパチ先生。でっかいそろばんで人生について語るでしょ。適当な先生ね。ママ適当な人だから先生には向いてないと思う。大体合ってるよ。丸々見て。漢字とかもそれっぽかったらみんな丸で。そう。止めはねとかじゃない。むしろママが間違えるからバツになりました。なら、やっぱキャンピングカー最高。今日なんてさ、観光地行って美味しいものを食べ、いろいろ見て、家族風呂に入り、車の中で晩食最高じゃないですか。キャンピングカー旅。いいよね。でもね、なんか帰っても車に戻ってくる快適さ感がすごい。今日とかさ、なんか結構寒かったけど、帰ってきたら暖かくて幸せだったもんね。キャンピングカー本当に動くお家だから。最後に食べ終わった人は優勝です。じゃあうーちゃんそれ全部食べたら優勝ね。そうです。早く食べないとパパがどんどん入れていっちゃうかもしれないよ。鍋って手軽だけどうまい。うちは結構うーちゃんが食べやすいような鍋にしかしてないからね。であんまりあれだよね、辛いのやんね。家だったらまだね、うーちゃん別メニューにできる。車だと。はい、こちらね今日買った日本酒。これはママが今日飲んで、そう。あ、うまいな、飲みやすいなって思った。甘口なんだけど、あんまり甘してなかったよ。そう、飛騨高山の名酒。深山菊っていうのこれ。深山菊。あ、違うな。宮山菊だったかな。なんか見たな、そういや。船坂酒造店っていうところでね、買ったやつです。これは多分あそこしか売ってないんだよね。かな。はい。ということでね、こちらのお酒開けていきたいと思います。純米吟醸宮山菊。2022年プラチナ賞受賞って書いてある。フランス人トップソムリエたちが行うやつらしい。パリ初日本酒コンクールだって。ということでね、これをちょっと入れたいと思います。よし。じゃあこのね、宮山菊入れていきたいと思います。ママもこっち側に行けるわ。じゃあ宮山菊いただきまいす。ただきます。あわかる？あ、うん、そうだね。甘い系だね。甘いけど甘してなくない？そうだね。昨日のとまたちょっと違うね。昨日のとやっぱ辛いね。辛い。結構後味もまだキリッとしてる方じゃないかな。うん。あんまりそう後味が残んないねこれ。あんまり甘口っぽくないでしょ。うん。飲み口が柔らかい。車の中あったかいから冷酒の方がいいよね。これはこれで可愛い。ほら。あ、これも書いてあるんだ宮山菊って、うんちょうど。ということでね、この宮山菊すごく美味しいです。おチョコもチョコでいいよね。100円だったガチャガチャみたいなやつ。ガチャガチャで買いました。でもお酒さ試しでこう飲めるけどさ、あんま調子乗ってグビグビ飲んでると酔っ払いそうだよね、ああいうの。パパでもああいうやつやったことないもん。まあいつも飲めないからね。うん。だからママの舌にかかってる。ママの舌が間違えると大変なことになる。間違えることなくないあんまり。今のとこはね。これ飲みやすくて美味しいと思うけど。日本酒はねこういうなんかやっぱちっこいので飲むのがいいよね。ママも入れる。このなんかチビチビスタイルがいい。最近ちゃんと飲み会でも日本酒を頼むようになったもん。でも意外とビール冷たいのかもしれない。缶クーラーの意味ある？うんなんかパパあんまりさ冷たくない？その鮮度を感じる前に飲み終わってしまったね。今入れたよ。冷たいもん。パパの中冷たいからそういうことだね。雪、白川郷戻ろう。ずっと雪や。ほら白川。こっちなんて見て。でもさスタッドレス履いてるとさもう場所を選ばなくていいからさ気が楽だよね。ここ雪降ってるから行けないやとかないし。一応チェーンも買ったし。気が楽だよやっぱり。制限がうん。だいぶ。下呂温泉入れるかな明日。どうなんだろう。でも何個かあったよ貸し切り風呂のある日帰り温泉。ただ割とやっぱ高いよ。今日行ったところよりか全然高い。多分倍ぐらいしちゃう。4000円とか。草津みたいな感じなの。パパもよく分かってない。調べてみる。ただ有名ってことしか分かんない。下呂温泉街。新しいミニオンって
まだやってないのかな、配信。多分レンタルはあるんじゃないかな。有料うレンタルはいけそう。ん、見るか。たまには。プロジェクターで、やる？やろう。なんか映画見てる間に寝そうだけど。何のためのプロジェクターなんだ。何のために積んでるんだ。うーちゃん、プロジェクターで映画見る？プロジェクターでやる？でっかい画面でやる？うーちゃんまだ見てないもんね。映画館行けなかったからね。そう。じゃあボンちゃん映画館で見る？じゃあそうしよっか。ちょっと待ってて。これ今パパって片付けちゃうからママが。ママがじゃねえ。ママがじゃ。はい。ということでね、片付けてからちょっといろいろやります。パパが持っててママが入れてくる。持ってて。鍋もこうやって拭いてきれいにしてから車で洗うと。なんかほんと秘密基地だよ。バンクベッドに寝るところ。うん、本当に秘密基地だよ。うーちゃん、秘密基地から出てきました。はい。ということでね、今日は久々のこのプロジェクターを使います。旅の楽しみ。ずっと積みっぱなんで。いいよね。もう手のひらサイズっていうか。この白いやつでどうやってできるのっていうことがあるんですけど、教えますね。まずこれを引きます。そしてさっき見たじゃじゃん、こちらあるじゃん。こちらを使ってこちらでこちらを向けると、ミニオンが流れて見れる感じです。よし。大丈夫だよ。オッケー。うん。一応説いい感じじゃん明いっぱいしたから大丈夫。はい。プロジェクターはね、こんな感じでセット。押せる。押せたよじゃーん。こやつ必要だべ。サンキュー。あ一応コブルつけときます。多分大丈夫と思うけどね。後ろにね、スタンバイ。 OK。ボンちゃん映画館。ー。うわはい。今ね、角度調整中です。もうちょっとね、インチをちっちゃくしようかなと思ってるんで今日は。でもこの枠内だったら下に動かせるから、これぐらいでちょうどいいんじゃない？ちょっと待って。こういうこと？そうそうそう。こんな感じ？でも綺麗だよね。綺麗。あ、うーちゃんお菓子タイムです。はい。今日はね、ボンちゃんシアターです。ボンちゃんシアターだったら喋ってても、お菓子をいっぱい食べてても、そうボリボリしてても関係ない。自由だ。燃えないんだね。楽しかった。面白かった。うーちゃんずっと爆笑してた。いいね、たまにはボンちゃんシアター。ボンちゃんシアターいい感じだった？楽しかった。すごいこんな感じでシアターって感じでした。ボンちゃんシアターでした。ピーン。あ、楽しかった。映画鑑賞いいね。じゃあ寝るやん。スミ携帯アップデートしなきゃ。アップデートアップデーじゃあおやすみ。ト。おやすみ。はい、おはようございます。今ですね、8時14分。室温 15.4 度。湿度が 46% です。ちょっと寒いかな。FF ね、弱めにしてたんで、今 FF を上げました。ピンポイント温度計だと今マイナス3度ですね。湿度はでも80ぐらいありそうかな、このマークだと。今日なんか雨っぽいんで、雨か雪かわかんないですけど。ということで、準備して今日も出発したいと思います。はい、よし、朝ごはんを作ろうと思うので、今日もトースターをよし。あ、意外と降ってる。ちっちゃいつぶつぶで、さっきより降ってる。
雪やコンコンや。あられやコンコンコン。そう、こっちなんか青空だよ。すごいちっちゃいさ、雪の粒がさ、いっぱいザザザザザザって。大体こんなもんじゃね。じゃあうちゃんお先に食べましょう。いただきますって言っても何で食べるの？手なんで？熱くない？大丈夫？あ、大丈夫。じゃあちょっと待って。持ってかれちゃったね。食べられる前に。ああ、すこれいません。とママはうーちゃん。いただきます。おまけのパンまだ1個あるからあげる。食べてね。耳。うん。冷たいけど美味しい。ゲロって止めるとこあんのかな？普通。あんま調べてないんだよ。ゲロ温泉。どうなの？ちょっと雪が降ってます。めちゃくちゃ寒い。マイナス3度ぐらいらしいです。わ、寒い。夜行きたいとや。じゃあ行こう。はい、今ですね出発しました。あれ雪は？もう終わった。一瞬今お天気雪が、お天気雨ならずお天気雪が降ってたんですけど、意外とスッとやんだ。外がねもう今朝ねマイナス3度とかだったんで、まあそんぐらいね寒い感じです。で今日はこのままですね、まず下呂温泉合掌村、そこに行きたいと思っております。でそこはね駐車場もあるみたいなんで、そこに止めていろいろね観光できればなと思っております。で距離はねここから25キロぐらいなんで、まあ少し走って、11時前ぐらいに着かなというような予定になっております。ということでね、まずはねのんびりと下呂市はここも下呂市なのか、下呂温泉街の方にね向かっていきたいと思います。綺麗だね川。なんか超天気。残念ながら天気です。なんかねちょっと過ぎちゃったんだけど、さっきね龍の瞳っていうそう看板があって、何これって思ってちょっと調べてみたら、龍の瞳っていうお米だった。この辺のやつなのね、なんかちょっとあんま聞いたことがなかったから、さっきのところに精米所なの？なんか販売してるっぽかったよ。直売みたいな。だからこの先 200m って書いてある。ちょっとなんか面白かったから買ってもよかったね。もうちょっと早く知ってればね。そういうところありましたという。いやー天気いいわ。今日はね天気いいからソーラーパネルが充電よくしてくれ。ソーラーが発揮されそうな。もう到着です。そう、もう到着します。合掌村、あ、これか。下呂温泉合掌村。そうそう。そうでもね確実にキャンカーが入れそうなところがねこの辺しかなくて、あともう少しねこのなんて言うんだろう、あれが出ちゃってんだよね、パーキングに。他にもね有料でもいいからあればね近場に止めたいんだけどね、まあ一応ここも行きたいからいいかなって。この朝一午前中までやってなかったな。もうクローズしてるっぽいぞ。12時までって書いてあったからやってるかなと思ったけど。よっしょ。じゃあちょっとね止めてってみたいと思います。よし、これからね行こうと思うんですけど、今日は晴れてるからいいね。チャージ中。おお、11アンペアもソーラー入ってる。冷蔵庫とかはねそのままつけっぱなしで組んで、それをしながらも11アンペア充電してくれてます。100になるんじゃないかな。昨日寒かったからね。さ今日めっちゃ寒いからね。なんだかんだ言って寒い。さあ行こう。本当だ、カエルだ。やっぱね朝市は終わっちゃってんだね。でこの子があれでしょ、普通の合掌村の方でしょ。そうそう、白川郷みたいなさ、ああいう感じでしょ。ギリギリかかんない。なんだろう、昔のあれだね、道具だね。岐阜県だよ。岐阜県
昔のお家がいっぱい展示されてる。白川郷もいっぱいあったでしょ。この間行ったとこ、雪のところもみんなが忘れないように昔のお家を残してる。なんか焼き物系なのかな。うん。みーちゃんこっち向いて。順路としてはこっちなの。ここから入ってる。甲冑。うん。戦えたのかな。本当に来てたのかな。ちょうどつってないからいいんじゃない？いいよ。またここも急だわ。昔はタバコがね、あれなのかさ。こたつ。ママ先行こうか。うん。尻つけて座りながら行けば。これは文化だね。仏間だった。出た、もんぺ。もん。川魚の塩焼き。ここいいね。じゃあ真ん中にいるのカエルじゃない。そうだよ。大変だよ。森の滑り台って書いてあるもん。ああ、いけるんじゃない。こんな感じで結構長めの滑り台、175メーターあるらしいんだ。上の方からスタートするのかな。パパはね、下で帰ってくるの待ってます。来たかな。くれちゃん。はい、とりあえずですね、今ゲロの下の方に行きたいと思います。なんだろうね、ゲロ温泉街なのかな。うちらの中ではね、草津みたいなイメージ。そう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 、草津のイメージだったんだけど、ちょっと雰囲気違うかな。現在地はここです。多分このまままっすぐ行けばいいのかな。ここからそういう感じっぽいね。なんかゲロ温泉って書いてあるから。むちゃくちゃ寒い。すごいね。この風が伝わるかな。この旗とか見てもらえればむちゃくちゃ風吹いてる。めちゃめちゃ寒い。寒いね。いやいやいや、ふーちゃんは楽しそうだ。ああ、この辺ぐらいからちょっと人が多くなりますね。ご飯屋さんの匂いですよ。意外とここまで来ると温泉街って感じ。あそこになんか書いてある。神社があっちにあるよ。この先温泉街って書いてある。湯の町通り。カエルの滝。やっぱゲロゲロってこと。やたらとカエルいるもんね。ほら、またカエルいた。よし。じゃあこれがいい。まず何から食べようかな。ふーちゃんの顔一個でかい。おいしい。天ぷら。みんな天ぷら。みな天ぷら。ふーちゃんだけ野菜天ぷなんかお墓が美味しい。塩でちょっといい。塩で。ら。うわ、寒い。ちょっとね、この先に駐車場が1個あるみたいなんで、その駐車場見に行って車移動できそうだったら移動します。温泉あ、そうそうそう。小川や。もうちょい下下って右。
ういちゃんだけ無駄に元気。あ、こっからバス乗れんだ。やっぱ1本しかない。41分。寒い。なんか足湯みたいなのあるよ。あそこなんかみんな入ってるよ。足湯やな、あれ。ゆうちゃん楽しそうだね。この辺もなんかいろいろあるの。こっちはこっちが。うわ、開いてんじゃん。開いてんじゃん、開いてんじゃん。いや、今戻ればあれやろ。バス乗れるで。時間あるの？うん、だって41分でしょ。今36分。じゃああと5分。ちょっとね、無料駐車場やってんのを見つけたんで、車戻ります。バス停まで。あと。ゆうちゃん早い。無事バス停まで来ました。まだ来てないかな。あと1分、2分。ゆうちゃんよかったね、バス乗れて。よし。松尾村経由ゲロ病院行きです。行こう。はい、どうぞ。そう、ゆうちゃんもピンポンしてごらん。よっしゃ、よかったね。金額安くない？ちょうど駐車場の真ん前まで帰ってこれます。金額の安さにびっくりしてるんだけど。1人100円です。1人100円でまだお金かかんない。ういちゃんはね。いや、いいね、バスですんなり車まで帰ってこれた。坂までさ、そう。歩いていかなくても。今ですね、この合掌村駐車場出ました。あとね、この下行ったところ、温泉街を抜けたところで一つですね、駐車場入れそうなところがあったので、そっちにちょっとね移動します。温泉街右、あ、行けるかな。なんでこれ置いてる？で、そうそう、ここを下ってったところに、一番下までですね、一番下まで行くと止めれるところがある。で、これあれだ、さっきのとこだから、橋を渡って右側か。はい、ということでね、そっちの駐車場が空いてればそっちの方が近くていいです。無事に移動完了。4月1日から4月1日から有料みたいな。なんでだろうね。お金払ってでも広い方がいいよ。楽だもん。キャンカーはここだってほらあれがないから止めやすいし、あのバーがあるとどうしても入りづらいから。でも上限1500円だから1500円入ればいいんでしょ。そう、で全然いいよ。一日泊まれるじゃん。そう、放置できるし。どう？やっつい。やっつい。あったけー。手がかじかんだ手が一気に。すごいね、こんな感じで出てんだね、温泉って。冷たいね、風が。雪は望んでたけど風は望んでない。寒い。いい？これ2回お辞儀して。平成元年だった。あ、本当だ、カエル神社。並んでるけどものすごく。本当もや。パパこれにしよう。ゲロプリンメロンソーダ。メロンソーダにしようと思ったの。季節の。それかコーヒーゼリー。あ、ママ来て行こうか。楽しいのち。これは入浴ができるだもんね。うん。じゃあここだね。うん。いろんな温泉のあれがある。熱海温泉。草。引き湯だね。これで温泉引っ張って。木のパイプ。うわ何が違うの？色の薄さぐらいしか見えない。あ、段差？あ、一緒か。色の薄さや。関西の方がなんかあんだね、クリアだね。関東はこういう色だね。温泉水を振ってみよう。あ、うち色変わったんじゃないですか。本当だ。よし。じゃあ次はカエルの神社。ちなみに隣にあります。跡地らしいよ。測量。この間ね、サワラで。ういちゃん見て、ほらカエルの形してるよ。可愛い。ありがと
とうございます。あなたにはきっと。ありがとうございます。あなたはますます若返るでしょう。気をつけてお帰りください。ありがとうございます。あなたはこれからもお金で溢れ返るでしょう。気をつけてお帰りください。カエルの絵馬。願い事一個書いておこうかな。じゃあカエル神社も行ったし、次はミルクなんちゃらっていうさっきめっちゃ混みしてたところが空いてたからそこに行こうかな。こういうのはね、本当だ、カエルさんと道路に時折カエルがいる。それプリンだよ。コーヒー牛乳、大人の味かもしれない。大人のコーヒー牛乳。あったかい。よいちゃんどう？あったかい？体が温まるわ。寒かったから。いや、足入るだけでもだいぶ違うよ。もうね、とりあえず温泉の方着いちゃいました。で、行こう。このままどうぞ。はいいいよ。なんていう部屋だっけ？リキュ？ルリか結構すごいね。あ、ホテルだからすごい。多分。ここ？では、ゆうちゃんも入ってください。はい、OK。ゴーゴー。開けてごらん。うん。すごいね。これ熱盛であるお風呂。本当だね。熱盛であるお風呂だね、これね。お外も見えるよ。じゃあねじゃあ入ろう。すごい綺麗。おちっちゃい。ちょっとお高い時あるね。よし、じゃあお風呂入ろう。じゃあお風呂どうでした？気持ちよかったなんか体が熱いもんね。なんかあそこあれだね。ちょっとイルミネーション。ちょっと一回置いて。開いちゃうから。横向いて。あ、暑い。あ、どうかな。あ、寒い。すぐ寒くなるんですよ。江ノ島のイルミネーションにありそうなの。どっから花火？ほら。夜は夜で綺麗から。オレンジ色の照明イルミネーションみたいなのがついてます。よし、ポンちゃんに無事帰宅。寒い。よいしょ。はい、今ですね、ゲロ温泉街出ました。てか昼間から結構ね風があって寒かったんですけど、夜今現在気温がマイナス1度ってことでかなり冷え込んでおります。でもまあ今日なんだかんだゲロ1日いて、まあ良かったっちゃ良かったね。上からちょうど下ってきた感じだよね。今日は一番上から合掌村から行ってどんどんこう下に下ってきたような感じですね、観光としては。で最後小川屋っていうところで貸し切り露天風呂、めちゃめちゃ良かったね。あそこよかった。グレードがね高い。そう7個もね貸し切り部屋があって、貸し切り風呂がで本館合わせるともう2個だけ9個ぐらいあるんだよね全部で。別館の方がすごいいろんなタイプの貸し切り風呂があって、畳風呂とかなんか丸いやつ、そうそうとかあったり、ほんとねいろんな種類があって、早ければ早いほどそれが選べるんでより楽しいのかなと思う。まあね、そんなこんなで一応初めてのゲロ温泉街はそれはそれで楽しめました。そう今日はそれはね今日が良くなかった。風が強かった今日はこれからまあいろいろね考えた結果、もう一度飛騨高山の方に戻ります。ちょっとねこのゲロ今いる位置から帰りのルートが2パターンあって、下ってって要は恵那とか恵那峡とかの恵那らへんから中央道に乗って、帰るって方法と、あとは、来た道ですね、来た道を帰るみたいな。だから高山の方を通って峠抜けて長野の松本から中央道を乗って県央で東名で帰るっていう、どっちかにどっちでも帰れる場所です。明日ちょっとね時間があれば、明日1日帰る予定なんですけど、時間があれば向こうの方で行きたかった場所がちょっと何個かあるんで、もう一回戻ろうかなと思っております。飛騨高山の方にね。なので一旦ちょっと戻ります。
本当はねモレの池行きたかったんですけど、モレの池がね思った以上にね岐阜の左端っていうのかな、だからあそこのため一点張りで行かなきゃいけないっていうか、帰りのルートを考えると辛いなっていうのが、であれはちょっとね別で行こうかなっていう、そうなんかの時にちょっとどうせねまだまだ遠出するからその時に見ようかなと。だから今回ね岐阜の南部っていうのかな、例えば馬込とかね、そうあの辺もちょっと前っていうか前に1回行ったことあったんで飛ばしちゃってるんですよね、そっち側は。だから今回北部とかそっち側を中心に回ってますので、それはそれでね、限定的に今まで行ったことないところも行けてよかったかなと思います。これ動画でちょっと伝わるかどうかわからないんですけど、そうむちゃくちゃ風が強い、なんかねそう音がやばい。もうちょっとね今表してるものがないんだけど、木々とかね旗とかあるとめちゃめちゃ揺れてる。なんだろうね、これやっぱ山間部だから山あいながらなのかな。今日が全そうね、ちょっと伝わりづらいね。こんななんだろう、バシンバシンっていう感じ。そうだちょうどねさっきこの辺だから過ぎた時にその龍の瞳、お米っていうのがあって、なんだろうあれみたいな話をしてたんだけど、たまたま今日行ったそうお土産屋さんの1個の店がそれを扱ってたんだよね。でそれをね今日買ってきたので、龍の瞳と飛騨牛と、最後は岐阜尽くしで晩飯をね作ろうかなと思っております。ということでね、あとまだ17キロ頑張って走りたいと思います。よし、無事に到着。ご飯が炊けたの。でね、もうご飯は移動中に炊いてきました。久々の炊飯器。こちら、はい。こちらです。龍の瞳。岐阜県飛騨。飛騨のお米なの。いい感じ。いい感じに炊けてます。ちょっと味見してみよう。美味しい。いいね、うまいね。また後で。お肉買ったので肉デーです。岐阜に来てからお肉しか食べていません。ママはね、パパはあんまお肉食べて。はい、こちらね買ってきた飛騨牛のももステーキサービス品です。と朴葉味噌、これに乗っけて焼くやつでね、今日はねこれを2つがメインです。であとそれ用に使うネギと、あとあれも買ってきてしいたけ、生しいたけ。はい、ということでね今日はこのステーキを中心にご飯を食べたいと思います。ちょうどお水が半分、清水タンクここ、グレーここ。ちょうど半分だ。うちの使い方だとそうだね。うちめちゃくちゃ節約してるからね。ちょうどあと半分で旅行できるってこと。しないよ。トイレがもう限界だもん。先にトイレだ。トイレがもうでもまだあるけどちょっとだけ。あと1日ぐらいだね。だからすげえよ、高かった皿と100均のコラボっていう。うちもこれしかないからね。キャンプもみんなこれにしてるんで。すごいコロコロ滑る。塩コショウでいいのかな、普通にノーマルで食べるやつは。なんか美味しそうなお肉だね。飛騨牛を極めるお店でしょ、極めたお店。でもう一つはさっきのあれで食べる。先にこれ焼いちゃおう。でちょっと今この切ってある方が朴葉ね。いいちゃんよ。野菜の量塩コショウね。お裾分け。こっちの方がいいか。本当はネギはあれなんだろうね。小ネギじゃなくて普通の刻みネギがいいんだろうね。これです。これ開けます。葉っぱを一回拭かないといけないらしい。2枚入ってた。水洗いでいいのかな。ちょっと手間がいるんですね。味噌のっけちゃうよ。多分ここ熱いから気をつけてね。さあ。もしかして容量オーバーかもしれない。容量オーバー。容量オーバーだったね。なんか思ったよりお肉多かったね。昨日のネギがベストだったんだな。久々のピネル登場。
冷えてしまったちょっよしと思いきやも違う。と今日の給食当番うーちゃんだから給食とはじゃなくて、これでいいのかな。おいちゃん、これはうーちゃんのだから、うーちゃんはちょっと多めに食べるな。これはい。これぐらいでいいかな自分。あとの残り全部パパに入れちゃうか。どうできた？こんな感じ。オッケー。お手伝い完了です。ありがとうございました。あで、その間ですね、焼けたのが大葉で焼いた飛騨牛です。で、これは椎茸とネギ、あと味噌か。甘口の味噌みたいですね。で、焼いたステーキで。これはお店で食べたやつですよね。はい、今日はね、大葉で焼いた飛騨牛ステーキと、で、こっちが普通の塩コショウのステーキ。こっちはうちゃん用。コンビニの卵ときんぴらとマカロニサラダ。あと、うーちゃんがよそったご飯。で、こちらのご飯は龍の瞳っていう飛騨のお米です。今日は飛騨だよね。ひだひだです。あとローソン。あとこれか。これもひだのりんごです。宝クラフトこれクラフトチューハイなのかな？チューハイです。クラフトチューハイっていうね、飛騨りんご。よいしょ。いいか。ちょうどいいじゃん。よし、じゃあ乾杯しよよし。じゃあうーちゃんも乾杯しよ飲んだないよ。う。あ、飲んだ。フライングだ。はい、う。じゃあ乾杯。はーい。乾お疲れ様杯。ですあれもう一回だよ。いいよ。はい、乾杯。いただきます。ジュース。うまい。お肉、じゃあノーマルからいただきます。どうノーマル。うん。じゃあパパははい。こっちの味噌から大葉ステーキ。あー、これうまい。ご飯が進む味。うん。このご飯は誰が入れたんですか？はい。飛騨尽くしだね今日は。ちょうどいい硬さ。味噌も美味しいよねなんかこ。れの方がうまい。あ、本当か。一昨日食べたんですがね。ママだけに。みかうーちゃんでも今日もさ天ぷらいっぱい食べたもん。この度うーちゃんよく食べてんじゃない？いつもより。いや、ないわ今マイナス 0.7だった。あ、そうなの？外0度。雪降ってたよもう。後でちょっとお外ヒュッと出てみる。今のピンポイント天気。どマイナス4度です。う？うん。雪だって降ってるでしょ今。でもあの温度計ね、多分ワイパーの下に入れてるかな。あんまり測れてないのかな。ほら、全然見えないね。ご飯も美味しい。うんちゃんもこれチュンチュンして食べてみればいい。うーちゃんさ、お肉これちょんちょんしてごらん。これはね、うーちゃん好きな味で食べてごらん。食べてごらん。パパはね、うーちゃんが好きな味がどんな味かわかるから。美味しかった？味噌味噌。結局これになるっていう。全部これだと濃いかなと思ってやめちゃったけど。多分ずっとこればっか食べてたらきついけど。お米うまっ。お米の炊き加減もちょうどいいのか。ママこれぐらいの硬いお米好き。今日のコメントテーマはですね、お米の硬さ、柔らかめが好きか硬めが好きか、まあ、極端な話だけど、まあそう極端な話硬めな方か柔柔らかめからかめか。コメント欄で教えていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ちなみに我が家は硬め。あ、うーちゃんお米柔らかいのと硬いのどっちが好き？柔らか。本当？多分うーちゃん分かってないよ。柔らかいとか。このお米はノーノーノーなの？でもうーちゃんおじやとかおかゆのああいうの好きじゃないんだよ。じゃあ硬めだね。よろしくお願いしよろしくお願いします。はい、です。留守からピンポンピンポン。街のチラシのことなんだけど、カフェがオープンしました。どうぞ。どうしますか？ます。はい、ということでね、今日もミヤマギークを飲むことにしました。ちょっとねサラダがあるんで、サラダと日本酒でいこうかなと思います。はい、ということでね、今日も安定の日本酒ミヤマギーク、まだ全然余ってますので、今日もこれを飲みたいと思います。はい、いただきます。うまい。一応、うーちゃんペロペロキャンディーもあるので。そうだよ、うーちゃんペロペロキャンディーあるじゃん。いや、明日だなそれ。今日はプリンが待ってる。うーちゃん今日は甘いものいっぱい食べてない。うーちゃん、外雪がすごい降ってたよ。見てみる？で、うーちゃんここおいで。心臓ドクドクだよね。心臓どこだ？ほら。すごい真っ白や。ああ、雪落ちてくる。うーちゃん、もう雪積もってるよ。やばい。あ、やばい。すげえ。ついに真っ白な世界や。寒いだけや。おお、びっくりした。わあ、見て。どう？すぐ閉じちゃうんだよね。すぐ抜けちゃった。
うちゃん初めてじゃないこんな雪見たの。多分初めてだね。ね。すごいね。皆さん見て、砂糖の海にめっちゃついてる。ほら。すごいわ。うーちゃんの足だ。おんちゃんちょっと積もってる。本当だ。パパにさよならする。さよなら。じゃあね、パパ。プリン。プリン。はい、プリン出したよ。いちご。はい。メロン、うーちゃんは抹茶でいいの？こちらね、ゲロプリンです。こんな感じ。見て中もプリン。本当だ。とりあえずね、ゲロはね、カエル推しが半端じゃねゲロだから。え。ゲロゲロ。だって言ってたもんね、カエル神社でもね、ゲロゲロって。あなたは可愛いな人にいるでしょ。ママってなんだっけ？ママ。あなたはお金に溢れ返るでしょう。ゲロゲロって。うーちゃんは若返るでしょう。ジェロジェロ。違う、うーちゃんは幸せになるでしょう。ケロケロだって。じゃあママ当ててください。食べてみましょう。いただきます。いただきます。うわー、パパの取られた。メロンだ。いちごだ。あ、メロンだ。いちご。あ、うーちゃんこれ炭酸とかじゃなくてただのメロン味だった。なんかさ、これさ、なんか抹茶すごいなと思って。でもこれプリンと一緒に食べると結構美味しいかも。抹茶してる。不思議だね。単品で食べるとちょっとやっぱ甘いんだけど。中和される感じが。うーちゃんプリンで一番汁が好き。プリンで一番ここの汁。あ、下のうん。カラメルみたいなそれでもちょっとあれじゃない？抹茶だからまた違くない？レトロの方のプリンは固めなんだって。昔ながらのプリンって感じ。雪で遊んで歯磨きをして寝ちゃいました。パパのところに寝てる。さあ、寝よう。はい、ということでね、今日はもう寝ます。うーちゃんはもう寝てます。さあ、じゃあ岐阜旅最終日もう寝ます。おやすみなさい。明日雪かな。溶けてるよ。ね、真っ白でしょ。めっちゃ降っとる雪。おー、すごいね。ちょっと今日は雪を楽しんで帰って。はい、おはようございます。今ですね、6時50分。で、室温が 16.8 度、湿度が 39% です。外気温が、ピンポイント気温計だとマイナス5度ですね。現在地。で、ワイパーの前に置いている室温計ですと、でもこれでもマイナス 2.5 度ですね。かなり寒いです。で、外の様子はというと、こんな感じです。かなり雪が降ってます。もう遅いか。よいしょ。固まっとる。ポンちゃんにつららができてる。ふーちゃんは起きてきたけどゴロゴロしてます。すごい雪だ。相変わらずの雪です。じゃあ起きるとか言って寝ちゃったんですけど。ホタテ使ってる気すんだけどな。ホタテンでも 59% 持ってね。ホタテンね、4日間この度使ってますけど、今 58% になって、まあ今日全部使っても全然まだまだ余裕かなって感じ。半分もいってないですね。やっぱ冬は強いね。ドライヤーでもあんましてないからか。1回だけだね。うん。で、メインバッテリーも 82% かな。まあさすがにあれですね。今日は雪が降ってるからソーラーしてないですね。多分積もっちゃってるかな、ソーラーに。でも割とずっと充電も保ってたからね。今日はローソンで買ったピッツァマリゲリータ。これで焼きます。はい、今ですね、ちょっと移動しました。除雪の関係でね、うちもね、除雪する場所だと思うんで、除雪が終わってる方に移動してきました。さあ、ピザ食べちゃおう、ピザ。部分もうまいし、ここもうまい。耳がうーちゃんのピザで一番大好き。なんか買ってこう。向こうだ、向こう。雪楽しんでる。楽しみよね、パパ。いい天気だけど雪降ってんね。雪最高。すごいね、オーニングがつららってる。
なんか上モールつけたいのでも晴れてきちゃうからね。電車の時はい、今ですね出発しました。昨日のね夜からね結構雪降ってきて、今朝もねかなり雪降りました。予報ではねなんか 0.5 ミリとかそんぐらいだったんだけど、実際は何センチぐらいか積もったよね。部分的に10センチぐらい。最後で雪をね楽しめたかなと。だから初日以来だね。そうで、ただ雪降ってんのはねどうやらこの辺だけっぽいっすね。今もねちょっとだけまだ降ってます。朝の方がねすごい粒が大きくてほんと吹雪いてたんで、初めてねこういう出先でねそういう経験しました。それこそねスタッドレス履いて初めてのこのちゃんとした雪みたいな感じだったけど、にはいいんじゃないちょろっと走ったけど全然やっぱ問題なく走れたかな。すごいね。神奈川では見ることのない景色。そう真っ白だね。で今日はね今もうねちょうど晴れてきたんで、雪もねもうそんなに大きくなくなっちゃったんだけど、朝ほんと綺麗でした。でただねここからね300キロぐらいまた走って家に帰んなきゃいけないんで結構長いです。途中ね休みながら、あとはねちょっとねこの凍結がねこの先ね峠とか通るんで凍結がちょっと心配なので、そこはねちょっと気をつけて走っていきたいと思います。だからやっぱあれだよね、ところどころ白いよ。もうこの辺はなんかあれだな。もう路面乾いてるからね。さっきのところがいい感じだった。この辺結構凍結してるね。だいぶ白い。日向のところは2度ぐらいって書いてあった。日陰のところの気温計はマイナス2度。岡山市内市外よりか全然雪が残ってる。この先スキー場だから意外と雪があんのかもしれないね。から真っ白ゾーンだ。このさこっち側のさ雪も割とサラサラしてるよね。あんまドロッとしない。ね。こんちゃん洗ったばっかりなのにもう真っ黒。もう真っ黒だよ。山道だから道が悪い。外スキー場抜けたばっかだから雪がすごい残ってる。反射してて眩しい。ある意味景色綺麗。やっぱスキー場の近くってすごいんだね。そうだね。うわ右側すごっ。上高地の方がやっぱすごいね。長野県です。長野な。すごい道だ。うわめっちゃ綺麗。ここはダムか。これはダムだな。向こう側がさっき通ってる時に湖って書いてあったけど、なんか向こうの方がね白いから山が余計にこのエメラルドグリーンと白い山がめちゃめちゃ映えてた。はい、今ですね、松本インターまであと 6.8 キロのところです。ようやくね峠を乗り越えてなんとかここまで来ました。で今ねちょうど降りてきたところのセブンイレブン寄ってちょっとねうーちゃんのおやつとか買ってたんですけど、たまたまセブンイレブンの中で視聴者さんがいらっしゃいまして、お声掛けいただきありがとうございます。本当にパパとうーちゃんしかいなかったから、ママ寝てたからね、うーちゃんとちょうどねお菓子選んでる時にお声掛けいただいて本当ありがとうございます。まさかこんなところでね僕らもお会いできると思わなかったので、またぜひぜひどこかでお会いした時はよろしくお願いします。はいということでね、あとね230キロぐらいありますけど、もうここからはね中央道に乗って、でその後圏央道で東名で帰宅なんで、もう割とねなんて言うんだろう気が楽です。はいということでね今回のね岐阜旅はここまでになります。初日ね結構頑張って白川郷まで一気に行っちゃって、でそこからこうゆっくりとね今回回れたかなと。白川郷、それから飛騨高山で、下呂は特に行ったことなかったからね今回初めて。そうだから結構今回は岐阜の中でも3つの地域をね集中的に回ることができたので、それはそれで今回ありだなって。今まで結構ね同じ県の中でも行ったり来たりじゃないけどいろんなとこ飛び飛び行ってたんですけど、今回結構滞在するような形を取りました。そう時間をすごくね有効に使えたかなって今回で、結構地元のものもたくさん食べれたんで、ランチは結構今回取れたね。比較的にランチだったらまだ安く済むんで、ランチはねちょっと豪華にして、で夜はね自炊をすると、ディナーは決していかないとっていうことで、今回はね意外と地元のご飯とかねそういうのも楽しめたんで割と充実してたかな。でね最終日昨日の夜から今日にかけては本当に足が埋もるぐらいは降ったんで、結構ね積もりました。なので最後はね雪をね楽しめたかなと。そうだね、そういう意味ではね今回はうーちゃんにとってもいろんな体験させることができたかなと。はいということでね、今回のね岐阜旅はね結構楽しめました。ここでね今回の動画、そしてね岐阜旅は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画もよろしくお願いします。帰宅途中ちょっとパーキングサービスエリアによって仮眠を取るって言って、なんか何
さよなら。俺のプライベートルームみたい。いいでしょ、パパの部屋。いいね。似てる。そうです。おやすみ。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまたね。バイバイ。